さあ始まりましたノーマンズスカイでございます。早い時間にお番でございます。国和でございます。体調良くなったんでね、ノーマンズスカイやっていこうと思います。ちょっと早めの時間なので、はい。あ、ひまじんさんこんばんは。ありがとうございます。いつもより早い時間で始めちゃいました。ありがとうございます。来ていただいて。さあ今日もやっていこうと思います。今日はタイトルにございます通り、前回前々回ぐらいの配信のところでアドバイスコメント欄でいただいてました。キャターブラスターじゃもう限界なんじゃねえのと戦闘のたびにもうソロで倒せなくなってきてたので、もうそろそろこの武器ですよね、武器もうちょっとどうにかした方がいいんじゃないのかというところで、救世主キャノンがいいよとお話いただいてたのでね、今日はそれをちょっとちゃんとしたものをね手元に置こうかなと。中世時キャノンゲットしていい感じのねマルチツール1個用意しようじゃないかという配信でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。何仕事変えました？農業？あれ本当っすか？農業へえ面白そう。農業農業なんだろう。何のやつですか？田んぼ系だとやっぱ二毛作とかでいろいろできたりするんでしょうけど、もしくはなんですかビニールハウスとか温室とか使うタイプの農業、何やってるんですかね。いいな。野菜とかも熱いっすよね。面白そう面白そう。農業熱いっすからね。これからAI だと AI で大体できない仕事、 AI に取られない仕事だと思うんで、効率化はできるけど絶対現場とその間に人間がいなきゃいけない仕事なんでね。だから熱いんじゃないですかね。例えば野菜育てたり、そう結構何でもできるっすもんね。いいな、楽しそう。あ、リエさんこんばんは。鼻水大丈夫っすか？大丈夫っすか？この間の配信でも鼻水があってうん、鼻ずぐずぐずちょっと体調整えてもろて辛いですよね。ね体調にはお気をつけください、ほんまに。配信やってるともろっすよね、その辺。大変そうだ。鼻噛みながらですね。鼻噛みまくるとね、今度鼻が赤くなったりってかして、それもしんどいし、いや辛いっすな。ここのところずっともしかしてお猫様の毛、グーグル先生にもさせてもらうパターンのやつや。アレルギーか。元からでしたっけか。元からこれ途中から発症するパターンとか一番辛いんですよね。あと昔の友達にもいたんですよ。猫好きなのに猫アレルギー発症してもう抱くこともできないです。寄ってこられても抱きしめるってあげることもできない。ねえ。いやそれは辛いっすな。マジで辛いっすね。あれかもしれないですね。寒暖差のせいで免疫がやられてるのかもしれないですね。やっぱそういうのもあるらしいですからね。例年と違う感じで体調ちょっと崩れたりすると、変なアレルギー発症したりとか、今までなかった症状出たりとかあるらしいですからね。逆に体調整えば収まったりとかもあるらしいですから、それは
はあ、高校に行った頃科目に農業がありましたので、そこそこの知識はあります。素晴らしい。やっぱあれですよね。せっかく知識得たなら何でもかんでもやりたいとこっすよね。うん。せっかく知ってることなら何でも手つけて実践してみてね。うん。楽しいですからね。結局。やってみないと分かんないこと絶対あるんで。いや、いいですね。チャレンジャーっすね。相変わらず。素晴らしい。買い始めた頃は平気でしたし、きっと寒暖差。そうそう、きっと寒暖差。大丈夫。秋ぐらいになったら多分スッと落ち着くっすよ。スッとなるっす。うん。というところで、じゃあ始めていきましょうか。中性子キャノン。手に入れたいというところなんですけど、まあなんか、ちょっと下調べしたんですよ。やっぱりそのマルチツール本体、マルチツールそのものもやっぱそれなりのやつゲットした方が、まあ、間違いなくいいだろうっていうのはね、その通りらしいので、なんつったってね、今持ってるマルチツールが、まあ、この間の、紫成形に至るために結局、そこで手に入るセンチネルのマルチツールもなんか2つぐらい手には入ってるんですけど、B ランクとかだった気がするので、まあ全然、まだまだなところなんですよね。あ、S じゃん。全然 S ランクでしたわ。嘘ついた。前回こいつが手に入ってましたと。まあ、でもどうなんだろう。なんか、あるらしいですよね。そのセンチネルの武器にしたってなんかいろいろ合う合わないみたいなのが。これどうなんですかね。このピストル型のやつって、戦闘向きのカスタムするのには、これは、このピストル型でも十分足りるんですかね。秋は豚草、花粉の舞いたるは言うまでもあらず、ほんまそう。豚草もあるのか。しんどいですね。年がら年中じゃないですか。S だーちゃっかり実はゲットしてまして、S ランクだぐらいには思ってたんですけど、最終的には見た目で決めていいと思います。了解です。じゃあ、とりあえずこいつのこの辺を、埋まってる使えない欄を開放してて、今ほら、チャージスロットがありがたいことに2つは並んでるんで、本当はね、真ん中に十字型とかなんかもっと綺麗に並んでれば最高ではあるんですけど、まあ、今使う分に関してはまあ、2つ並んでて、しかも割と近いところにもう1個あるんで、そういう並べ方でも悪くないのかなとは、ちょっと思うんでね、それでやっていこうかなと、思います。はい。修理の時間だ。よし、やっていきますか。今日はね、明日お仕事なんで、ちょっと短い時間でサクサクっとちょっと目的をね、網羅していこうと思うので、やっていこうと思います。結局、この辺の結晶化した心臓とかもね、戦闘しないと手に入らないんで、まあそれもやりながらですね。心臓何個いるんだ？反転ミラーは1個あったっけかな。まあ、もう開けれるとこは早速開けていきましょう。いい並びだと思います。よかった。やっぱ2つ以上並んでれば、まず、まあ、9大点ですよね。全く並んでないとかだとちょっとあれですけど、まあ悪くはないでしょうと。シャードもありがたいことにちょうど手元にあった。ラッキー。あと Y。これも開けれるでしょ。反転ミラーが今在庫に1個2個あったっけかな。確か。心臓あったっけかな。どうだっけ。なんとも言えないな。どうしましょう。とりあえず反転ミラーが2個。結晶化した心臓が2個ずつ。もうなんかすぐいけそうだね。あとは、この辺の欄も、まあ、適当な成形ぐるぐる回れば、あったら、スーパーチャージスロットのとこ開けたいですね。そう、ここ開けたいですね。ひまじんさんの方は時間があるときにサブデータのストーリー進めて紫成形を解放。あとは残るは生物線のみです。いいっすね。順調。サブデータの方も順調に開拓できてますね。素晴らしい。さて、反転ミラーの在庫ちょっと確認しに行きますか。よし。反転ミラー。あったと思うんだ、なんぼかあったと思うんだけど、でもどうだったかな。微妙なんだよな。1個はあったはず。1個は確かあったはずなんですよ。どこにしまったっけ。こっちの方にしまったような気がするが、どうだ。違うな。こっちか。違うな。ここか。全く違うな。どこに何しまったかね。あった。1個だね。反転ミラーと心臓1個。心臓も1個あるじゃん。グッド。
あとはこの回収されたガラスガチャをね、この後バンバン回していきましょうね。りゅうきさん、こんにちは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。今日はね、いつもよりちょっと早い時間からスタートしていきたいと思っておりました。始めちゃいました。いやー、順調に進めていきたいところ。いやー、どこまでいけるかなね、相変わらず素敵基地ありがとうございます。褒め上手。またそうやって国風のこと載せるんだから。今日もね、バリバリね、やっていこうと思いますよ。さて振り回けていきましょうか。ほらもう反転ミラーでここは開くんでね。最高。グッド。で、あとは隣のここを開けとけば並びはこれでいけますよと。あら、休みの日はコルベットいじりです。素敵じゃないですか。昨日は空母型コルベット、X に画像上げてたやつですよね。あれめっちゃいいですね。うわ、いいなと思いながら見てました。空母型コルベットのステッカー貼りと、艦載機の配置を終わらせました。今流行ってますもんね、あれね。次は戦艦型とイージス艦型です。イージス艦型いいな。熱っ。いいな。めちゃめちゃ楽しいじゃないですか。良きですね。りゅうきさん、周りの県豪雨なのに僕の住んでるとこだけ、晴天で晴れてた。さすが晴れの国。暑すぎて溶けそう。つらいそっか、今は雨降ってる方が幸せなんだ。それつらいですな。どっちがいいかって言われたらなかなか難しいとこですねつらいな。今は逆に雨降ってほしい。マジでわかる。私も新しいコルベットを作りたい。ラピュタ型何それ。熱っ。うわ、いいな。ラピュタ型好きだな。うわ、なんか今フレーズ的に一番グッときた。ラピュタ型いいな。雨降ったらものすごく蒸しやすくなりそう。それなんですよ。そう、蒸し暑いのがそれでしんどいんですよね。わかりみつよしね震え声。いや、実際しんどいと思うんですよ。さて、じゃあどうしましょうか。今開けれるの開けたので、じゃあ一旦どうしよう。正直武器として使うにはもう今ほら開けれたから、こことここに埋めてここにつけたらもうすぐ使える状態ですよね。なんか今日の配信もう終わるんじゃねやばい、どうしよう。みんな今日の配信もう終わりそうポテトのもうできそう。やばい、終わっちゃう終わっちゃうまあ冗談はさておきですよ。とりあえずどうしようかな。なんか適当にいけるガラス使ってもうこれでそのままオートファジーさんのところぐるぐる回れるようにしちゃおうか。そうするともうこのままいけそうな感じはある。お祝い。8月でとうとうノーマンズスカイ10周年ね。すごい早いっすね。僕なんかまだ始めて全然経ってないですけど、10周年で何か素敵なイベントあるならぜひぜひ参加したいとこですよね。ノーマンズスカイもすごいっすよね。だって最初はね、酷評されてるところから今もう神ゲーの評価を欲しいがままにするところまで来ましたからね。いや、すごいゲームっすよ。マジですごいゲームだと思う。いけるガラスどこにしまったっけかな。こっちか。いけるガラス、いけ柄が欲しい。いけガラスどこだっけ。後ろか。見に決めた。整理整頓できないからね。どこに何あるかね全く分からんのですよねえ、最近コルベットを作るときに聴く作業 BGM としてエヴァンゲリオン進撃の曲を聴いたりしながらやってます。よきテンション上がるやついいっすね。いけ柄を1個だけ欲しい。1個あれば足るですからね。ねえ、10周年か。楽しみ。いいっすね。いけてるガラスさん。そう、いけ柄さん。そう、A 型見る。ここまだ綺麗。ほれぐちゃーぐちゃー。これでも整理してる方なんだけどな。ほれ見ろごちゃー。なんとなく整理されてるけどA 型の精神をゴリゴリ削っていく。でもこれ綺麗だな。ここも光がぐわーちょっとこの色一瞬頑張ったけど途中で諦めてこの A とか C ぐちゃってなってる感じね。これどうだ苦しかろう。この整理整頓してる風に見せかけて案外できてない感じのこの感じ。おら暗いぐちゃー。この子も比較的圧倒的精神攻撃。色は別に平気です。違った。された。思いのほかされてしまった。
とりあえずこいつをね、ドゥンドゥンドゥン。ポリフォニックコア。いやー、ついに武器も変更か。なんだっけこれ。キャンハーモナイザー。エコー共鳴装置。これもあった方がいいのか。これってでも、必要ないのか。こいつがあれば。こいつ、ポリフォニックコアがあれば、このスキャンハーモナイザーは別になくてもいいのか、もしかして。スキャン半径がなんか 11% 増えるとか書いてるけど。まあ別にいいのか。これいいなんけ。グラビティのコイルなんかぶっちゃけ全然使う。こいつが欲しいのですよ。待って、共鳴装置あった気がするな。待って。共鳴装置 Y 持ってなかったっけ。なんか、すげえ適当なところにポーンって共鳴装置放り込んでた気がする。いや、共鳴装置作れんじゃん、自分で作れんじゃん、共鳴装置。いけんじゃん、作れんじゃん。君に決めた。よし。オッケー。中世キャノンさん使ったことない武器。なんかめちゃめちゃいいらしいですよ。なんかおすすめされたのでこいつを。誰だっけ、アークスライダーさんに確かおすすめされてた記憶があるですね。だからスーパーチャージじゃん。グフグフ。そうそう、スーパーチャージじゃん。なんかすごくすこぶり良いらしい。で、こいつを強化するあれやこれや。あと何つければいいんだっけ。なんかあった気がするな。クローキング装置って強いのかな。どうなんだろう。あと何をつければいいんだ。ブレイズジャベ、これだ。フィールドコンプレッサー。これをつけることによって、中性子キャノンの強力なアップグレード、レゾナンスコンプレッサーを追加することで、キャノンの中心コアにかなり多くのエネルギーを流すことができ、動作パワーが大幅に増加する。素晴らしい。強いとは聞きますが、つい接近してスキャターで3段ぶち込んじゃってなんかやっぱ僕ちょっと下手なんですかね。スキャター、まあフル強化じゃないんだけど、やっぱ積むんすよね、倒しきれなくて。こっちの方がなんか総ダメージ数がやっぱ跳ね上がるのかな。どうなんだろう。あと追加発射がより高速にできるようになると。これがマイクロプロセッサー、テレレレレテレテレレレって追加したいマイクロプロセッサー。こいつ欲しい。3個マイクロプロセッサーも作れるんだっけ。これって3個必要。3つ欲しい。オッケーちゃん。すげえ、瞬間的に弾丸効力4000まで跳ね上がった。すげえな。こんな簡単に上がるか。で、あと何つけられるんだろう。こんなもんか。これに関してはこんなもんっぽいね。で、いつも通りね、シールドを搭載したいんですよ。ギュンギュン伸びる。このぐらい伸びるとやっぱ気持ちいいですな。すごい気持ちいい。非常に気持ちいいぞ。よいしょ、これこっちでいいや。あとこの辺の配置によってなんかいろいろ変わるのかしら。なんかどれがなんか、あとちなみになんですけど、このシールドあるじゃないですか。シールドここに置いたからなんかこれ強化されるとかあります？これシールドをスーパーチャージに入れると面積大きくなるとか、なんかないか。いや、よけよ。全然そんなのがあった記憶がないから多分ないのだろう。きっとないのだろう。またこの辺だな。マルチツールのなんたらかんたらも今のうちに最低ラインまでちょっと強化しておきたい。ノーガード戦法なので、有識者様、なんでノーガードで勝てるんや。やっぱ立ち回りか。立ち回りなのか。拙者に足りないのはきっと立ち回り、間違いない。どうしよう。コンバットスコープとかって何が相性いいんだろうな。エイム力があれば全くいらないって話は聞くんですけど、なんか話聞く分にはあれなんですよね。結局このクローキング装置使いながら戦うのがなんかものすごくいいらしいと聞くんですけど、当たらなければどうということは、最終手段で呼び出されるミノタウルスはそれなんですよな。ミノタウルスがいつでも呼び出せる状態ならば確かに熱いのかもしれない。火力で攻撃される前に破壊する戦法ですので、やっぱみんなそうなんだ。他の人の配信見てても大体そうなんですよね。火力推しなんですよね。ハローザイモンさん、いらっしゃいませ。こんにちは。
お久しぶりでございます。前々回配信ぶりなんですかね、コメントしていただくのは。ありがとうございます。武器は戦いのスタイルにもよりますからね。こんばんはです。こんばんはでございます。コメントありがとうございます。やっぱそうなんですね。今までがスキャターブラスターで、近づいて、ドッカン火力で突き飛ばすのが楽なんじゃないかってやってたんですけど、なんだろうな、結構回復キャラがいるじゃないですか。あれに対応ができなくなってきてて、結局、なんつうんだろうな、それこそ水銀クエストとかで、ウェーブ何ウェーブ生き残れみたいな、何ウェーブ倒し尽くしてみたいなのが出た時に、途中のウェーブから全く削りきれなくて、敵の回復の方が早いんですよね。ちょっともう戦えないなとなったので、って言った時に前々回かの配信で、中性子キャノン良きですぞと教えていただいたので、今日はそれでいこうかなといったところでございます。戦闘するところまでいけたらいいな。水銀クエスト今日400水銀分残ってるんで、それもやっていこうと思っております。以前仕事先で手首関節を痛めて大まかな作業ができなくなって、細かいものしかできなくなりました。重いもの持てなくなったりするんですよね。やっぱね、手首はね、関節って消耗品ですからね、辛いとこだ。辛いとこっすね。結構ゲームとかにも支障が出そうなとこっすな。辛いっすよね、それね。どうしよう、地形操作。いや、どうしよう。やばい、水銀クエスト忘れてました。あと殿が消えた。僕が消えた？冷圧が？僕の冷圧消えました。大丈夫ですか？ちょっと探してもろて。僕の冷圧探してもろて、多分ね、まだ残ってると思う。多分残ってると思うけど、どうしよう。あと必要なものなんだろう。とりあえず、地形操作はどうしようかな。戦闘で僕、穴掘らないんですよ。穴掘らない戦法でずっと戦ってるので、こいつはつけなくてもいいかな。この武器は戦闘用で割り切りたい。レントゲン取ったら割れてますと言われました。骨折やんじゃ。疲労骨折や。マジっすか。痛いでしょ。そしたら無理せんどいてもろて。いやしんどい話じゃないですか、そりゃ。なんたらね、本当に冷えですよ。疲労骨折ってやっぱ痛くないパターンもあるらしいですね。なんか違和感なーとか、なんかちょっといまいちだなみたいな、そのぐらいの感覚だったりするらしいですね。難しいとこじゃ。よし、じゃあ一旦このぐらいにしときましょうか。で、あとはこの武器の強化だけゴリゴリやっていくスタイルでいきましょう。で、今中性子キャノンの強化アイテム何個かないかな。武器のスロット拡張あるじゃん。グッティこいつ使おう。ラッキーで、なんかあった気がするんだよな。なかったっけか。これボルトキャスターか。痛いですでしょ。痛いでしょ。やっぱ痛いんじゃん。いやー、しんどいとこやな。いや本当にちょっと大事にしてくださいね、手首。疲労骨折か。しんどいな。いやー、ないかな。なんかあった気したんだけど。ブレイズジャベリン用だな。ないか。ないか。パルススピッター用。あれ、アトランティッドドライブのやつあるやん。おや？なんで俺これ持ってんだ？作る必要なかったやん。アホやん俺。この間配信で頑張ったのになんか1個余ってるんだが。紫成形のドライブパッケージ。前々回の、配信のあれやこれやが今一瞬で無駄になりました。無駄ではないんだけどね。あったんだが、悲しすぎなんだが。俺なんで持ってんだ俺これ。なんで？合流いいですか？強化してる裏では海洋惑星探しときます。海洋惑星なんでだろう。でも、いいですよ。なんか、普通に自由に遊んでいただいて僕は構わないので。はい。合流大丈夫ですよ。ただ、僕のこの先の楽しみは、奪わないようにだけお願いしますね。全部やってもらっちゃうと、僕のやることなくなっちゃって悲しいことになっちゃうので、はい。僕の楽しみは取っといてください。ネタバレ禁止で。そんな感じでお願いいたします。はい。それ以外はね、自由に楽しんでいただいて大丈夫なんでね。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、いい感じに、いい感じに。ね、ディアさん、どうしてそう。なんでだろう。武器の強化と立ち回りの楽しみよ。そうそうそう、そこだけ残しといてもらえれば。海洋惑星だとあれか紫星系のやつ星探すのもね、なんか、全部探してもらうのも楽でいいんですけど、探すのも楽しみたいな。ほら、せっかく配信やってるから、よし、探すぜって言って、見つかった時の感動を一緒に味わってほしい。できれば。せっかくみんなでね、こう、見てもらいながらやるから、よし、来たーの瞬間を一緒に見てほしいところは正直ある。せっかく配信やってるからね。まあ、できればね。できればそうしたい。けど、まあでも、どうなんだろうな。どっちがいいんだろうね。自分は前回の反省を生かして参加は禁止いたします了解いたした。りゅきさんも了解です。では、探索は中止します。ありがとう。そして申し訳ない。配信によるんだろうけどね。そこに関してはね。だからね、みんながね、こうやって、ワイと一緒に楽しんでくれようといろいろね、やってくれるのね、気持ちすげえ嬉しいんだ。そう。ね。どちらかというと、やっぱ、なんだろうなワイね、トロフィーってあんま興味なくて、感動を覚えたい、ゲームをしてて。自分でさ、一生懸命探して、見つかんねえとか、イライラしつつも、最後に、見つかったら、もうそこまでの苦労の、イライラも全部、ゼロになってプラスになるわけよ。そう、それを味わいたいところが正直あるから、ちょっと M なのかな国数ちょっと M 説あるんだけど、ごめん、ちょっと嘘、ちゃう。だからそういう感じでね、生温かい目で応援してくれたら嬉しいな。よろしくお願いいたします。今後とも。よし、じゃあ、やっていきましょうかね。そんな感じでね、やっていこう。惑星探しはいいぞ。N 時間経過。安定した理想惑星には、未だ出会えず。そう。夢のような世界にはたどり着きましたがね。そう、あるんですよ。家庭でしか得られない、思ってたのは違うけど、あれこんな惑星もありじゃんみたいなのがあったりするんですよ。それが好き。そういうのがいっぱいチョキ。そういうことなんですよ。達成感っていうのもありがたいものですから、そうなんですよ。そう、一見無駄だと思える過程を経たことによってしか得られないものってあるんですよね。だからほら、アイテム整理したら知らんけど、アトランティッドドライブあるじゃないですか。これ。最初からこれの存在気づいてれば多分僕前々回の配信しなかったんですけど、でもほら、その配信によって得られた知見とか、ストーリーを配信でなぞって、こういうのもあったんだとかっていうのもあったんで、大事なんですよ、こういうのが。なんでボックスにこいつが入ってるんだクソファッキンクソファッキンなんてこったい。世の中ってのは理不尽だぜ、まったくもって。やっていこうぜ、じゃあ。ね、こういうのにも負けずね。そこ整理も大事です。にっこり。ねケイタロさん、こんばんはいらっしゃいませ。嬉しい。ありがとうございます。来てくれてありがとう。今日ちょっとね、早めの時間に始めたんで、ね、いい時間まで遊べるんじゃないかな。明日仕事なんでね。9時ぐらいまでには、目的は達して、立ち回りの練習までしたいんだよね。今日はタイトルにもございます通り、中世時キャノン、鍛えていきたいと思います。都合よく、こんなものが手元にありましたのでね、S ランクの、センチネルタイプの武器でございます。ピストルやね。で、今、ここまで来ました。中性子キャノン、スーパーチャージスロットにポン入れして、とりあえずコンプレッサーつけてみて、で、スーパーチャージ並んで、1個飛ばしてスーパーチャージ。いい感じのがあったんでね。この辺をちょいちょい固めていい感じに育てていこうかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。ってところでですよ。まあそうね。とりあえずもう何も考えずにまたこの辺のガチャを開いて、良さそうなアイテムガチャやっていいのがあったらくっつけてしまうっていうのは一つあり。ねっけか、この辺に。武器モジュール的なやつ、ねっけかな。こういうのとかね。
この辺をとりあえず何でも放り込んでくっつけてみて、武器ガチャ、これボルトキャスターか。これなんだ、これ何のやつ、これ何でも入るんだよね多分ね。なんかいいのあれば、ポジトロン、キャッター、ジオロジー、プラズマランティア、ボルトキャスター、意外といろいろ溜まってるんだよな。なんで通知よこさなかったんだよーつべくんガン詰め。いや、最近調子悪いのがね、なんか最近調子悪いのかしらね。なんか往々にしてなんかあるよね最近。そういうこの辺の不調がね。なんなんだろうね、これ困ったよね。まあトリマーどうしようかな。ガチャルか。トリマーガチャろう。今日はじゃあもう戦闘練習しながら、もうエクソモジュール、こいつをとにかくガチャってこう。みんなはガチャ好きだろう。さあみんなガチャは好きかい？おじさんも大好き。よしガチャろうぜ。たまに波が来るんでね、ちょっとこの辺に乗っかって波に流されない位置で。上乗れないんだか、なんでここ乗れなかったっけか。あ、これ上乗れねえのか。あれ前乗れなかったっけ、これの上。あれ変わったっけかしよう。まあいいや。これの上乗れるっけか。はい。乗れるじゃん。オッケー。これで行こう。さあ、Let's ガチャタイム。ガチャンコタイム。わかる。どこが開き、通知よこさず。ねえ、不思議マジで。ガチャの時間だー。皆様ガチャタイムでございます。よろしくお願いいたします。あ、そうだ、忘れてた。今日のね、配信のお供なんですけれども、なんかちょっと変わったドリンクを買ってみました。なんか、バーク X っていうエナジードリンク、最近出たので、なんかちょっと安かったんでね、Amazon で箱で買ってみました。好みかって言われたら微妙なところだけども、まあ、割と悪くない。値段の割には、カフェインだりなんだり、なんかそれなりのものが結構入っている感じのドリンクなので、しばらくこれでいこうと思います。もう口開いてるんですけどね。なかなか良き。うまし。りゅうきさん、入場確認しました。いらっしゃいませ。せっかくだから建物の中でガチャる？ここだと波来て持ってかれる可能性あるからね。みんな大好きガチャの時間だ。みんな、さあガチャの時間だよ。いいとこに設置しましたな。ワイも並ぼうかな。ワイね、素材がなくてクラシックチェア使えないんだよね。そう、素材不足で。なんか素材違うんですよね。あ、ちゃっかりね、バブルダクトとか開放したのでね、そのうちまた建築もぐいぐいやっていこうと思います。ブイブイ言わしたろうと思ってます。またいろいろ建築してね、ブイブイ言わしたろう思います。チェア設置したい。そう、これなんだっけ、このスターシルクってどこで手に入れればいいんですかね、これね。これがようわかる。今度これ教えてほしい。ね。よつべくんはね、こう YouTube 用なのだ。そうかもしれない。気まぐれだからね。とにかく今一服しながら配信見てます。いいこと。スパってもらって。一服大事だからね。そう。安全にですね。ヒュー。さあやってまいりましょう。りゅうきさんどうします？ここね、波来るんですよ、りゅうきさん。ここほら、この地面なんで一段そこ上げてるかっつうと、あれなんですよ。波がギリギリ当たるか当たんないかの高さがここなんですけど、なんかちょっと波当たるっぽいんですよ。椅子座ってればどうなんか波回避できんのかな。どうしよう。わかんないんですよね。どうしよう。ディスカバリーで探せたらいいな。ねえ、探せたら素敵。そういうので探せれば早い。その辺で回収できるのかな。その辺で回収できたらそれはそれで楽で良い。隣に並ぶ。これ調整難しい。隣に並ぶ時の調整難しいんだよな、これな。あ、椅子設置してくれた。ありがとう。りゅうきさんありがとう。国和くんは建築うまいからいいよね。いや、今度また一緒に建築しよう。ね、もうバンバンやろうよ。やってればうまくなるって。何でも反復だから。好きこそものの上手なれだから。ものづくり好きだからね、ケイタロさんもね。これ仕事用 PC 新調しますと、Mac、あら、いいじゃない。Mac Pro。いいね。
Mac Pro いいね。かましてるね。これもスタバ行くしかないっしょ。いいじゃない、Mac Pro。安倍しまるさん、誠さん、こんばんは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。嬉しい。嬉しい。ありがとうございます。今からね、ガチャの時間です。皆さん大好きでしょう、ガチャ。はい。X モジュールガチャでございます。20個ぐらい開けられるんでね。楽しいぞ。これは楽しいぞ。スターシルク確か宇宙船解体した時なんか手に入れてる。そう、なんかそれは覚えある。それしかないのかな。で、いらないパーツは売ればいいのか、あれは。どうしよう。じゃあ宇宙船ばらしの旅ってのもワンチャンありかもしれん。慶太郎さん、あなた建築の力やばいっすよね。フル英語や。そう。慶太郎さん、こんなこと言うけど、建築バリうまいからね、慶太郎さん。慶太郎さんね、伸びしろ、この状態でね、伸びしろめちゃめちゃあるからね、それは怖いよね。もう国数をね、完全に追い越すというか、国数を置いてきぼりにして先に行くポテンシャルをね、もう最初から見せびらかしてるから。そうだよ、お主ポテンシャルの塊なんだから。そんなこと言ったってね、国数はもう嬉しくないぞよ、この野郎。国チョッパー。国チョッパー。ね、恐ろしい。部屋もう早速暑くなってきたからちょっと開けるで。今日はね、早い時間だからね。その壁段されちゃうんじゃないかな。ね、クソモジュール行ってない。じゃあ、龍騎さんに今、いつ出してもらったんで座っていいですか？座らせてもらいます。お邪魔します。嬉しい。ありがとう、龍騎さん。嬉しい。カメラこの角度にしとこう。せっかく並んでくれたから。カメラ映る人はここにまだ椅子並べる余地あるんでね、いつの間にか並んでもろていいですよ。じゃあ開けていきましょうか。私がうまいのはグリッチですから建築戦争はないのです。いや嘘。この間の喫煙所まだ途中だけどあれもあるじゃない。うまいと思うけどね、全然ね。じゃあやってくぜ。ほーら、みんなガチャ開けちゃうぞ。その前にスロット開けとこうか。14個あるからもうこれ全部使っちゃおう。違う、これ持ってあれ行かなきゃいけないのか。先にこれ2つ。これってマルチツールだよね。これつけてみるか、試しに。まずね、試しに何が出るかな。ガチャポン。でれん。発射用のリロードに一旦つけっぱにしとくか。とりあえずね、とりあえずこれつけてみよう。ボン。なんかいいのつくかな。リロードそのダメージで。まあね、一旦これでね、一旦こんなもんですよ。こんなのもありますよって話ね。オッケー。よし、じゃあ行きましょうか。21回ガチャが回せます。20連と1回。まあ。よし、行くぞ。いい。一回整理するか。なんか並びがあれだ。で、こうなって、さあなんだ。エクソスーツ。これスーツ側です。まずスーツ出ました。センチネル武器のやつかボルトキャスターのやつだったはず。その2つ、大体2つなんだ。なるほどね。じゃああれか、今センチネル用のがそのまま出たから、外れではないのか。発射速度プラス 4% ってまあですよね、これね。この手に関しては。リロードマイナス 3% っていうか、ないよりは絶対あった方がいい。なるほどね。貨物船でお任せワープしてるのですが、なんか来たことある整形だなと思ってみたら、前に国数しろ配信に参加してきたことある整形でした。そんなことあるんだ。これは偶然。ね、なんたら偶然。そんなことあるんや。よし、じゃあガンガン抽出していこう。そっか、アイテムも出るんだっけか、これ。よし、じゃあガンガン開けていくよ。そっか、こういうのも出るんだっけ。じゃあもうガンガン開けていこう。これまずもう、勢いで開けていこう、勢いで。これ画面の下で、どんどんカウント、増えていくよ。この石系もね、あれば嬉しいけど、やっぱガチャで出てくると、ってなるね、やっぱね。これじゃないんだよなーって。やっぱ20連ガチャじゃこの程度か。いやー、弱いね。ちょっと弱いね、これ。宇宙は広いようで狭い。ほんとそう。日本大陸と一緒。さあ、開け終わりました。とりあえずね。一旦開け終わって、こんな感じです。エクソスーツの方が6枚。ユークリッドです。ユークリッドか。なるほどね。ヒュー、楽しい。この瞬間がね、たまんないんですわ。脳汁ドバドバ。いらなかったらナノマシンに変えてもいいんだ。さあ、
武器派遣10個出ました。さあ、ここからです。あれじゃない ?20 連回して、これでもう一回10連回せるのはまあまあ熱いのでは。まあでもこれもね、実はほら、エクソスーツもね、開けたくて、見てこれ。エクソスーツの方が今、これ強いのかな。生命タンク 109% だから強いっちゃ強いのかなと、あとはなんか、体力 33% とね、効率 17%。確かこれ燃料効率まだ上がるっすよね、これ。次は100連目指してですね。いや、そうっすな。目指したいですな。ちなみにボルトキャスターの理論値近いやつはこんな感じです。これどんな感じ？ちょっと待って。これ、俺どこ見ればいい？一瞬ちょっと待ってね。あとこれだね。これがソーラーパネルパワーもまだ72だから、これも強化したいね。ここもじゃあ、すでに今入れ替えようか。せっかく6も出たし。どれボルトキャスターの理論値近いやつはこんな感じです。わあ、どれ見ればええんだいそれは。あ、これね。はいや。はいや。連射はいや。これなんだよな。フル強化の。確かね、レトナガさんっていらっしゃるじゃないですか。の方で動画に上がってた、いわゆるほぼ限界値とか理論値みたいなところの、フルカスタムの検証動画。めっちゃおもろいです。すごい通り越してめっちゃおもろい。切りすぎて。あそこまでいけたら気持ちいいですよね。脳汁出るっす。本当に。いいなね、めっちゃいいですよね。リヨシいらっしゃい。リヨシいらっしゃい、いらっしゃい。スタンプかわいいな。そんなスタンプあったりね。はい。はい。いらっしゃい、ありがとう。今日はね、ゲームやっていくんでね、どうぞお付き合いください。9時までできればいいな。あと2時間ぐらいかな。うん。パルススピッター好き。わかりみー。連射が気持ちいい。わかるんだなやっぱね、突き詰めたらいろんな武器全部網羅したいっすよね。なんだかんだ全部理論値にして、全部1回ずつ試したい気持ちはある。うん。それは非常にある。よし、じゃあ、どうする？開けてく？開けていこうぜみんな。行くぜ、10連ガチャ。まずはじゃあ1個。ちょっとあれだな、これ場所移す。いいか。よし、オープン。さあ、何が出るかな？ペン。リロード3バー、ダメージ1パー。どれが強いんだろうね、これね。リロードマイナス 5%、まあまあ強いんじゃない？リロードマイナス 5%、ダメージ 1% だとあれだけど。いや、効率がいらなくなるな。発射速度4。リロード3。ってなると、リロード3と1がもういらないか。これ、どうしよう。これ1個もういらんな。1個いらんから、こいつはバラす。ハグニウムにしちゃい。もうこれは。よし。じゃあ開けていく。君はどうなんだい？さあどうだ？リロード 2%、ダメージ1%。敗退です。そして君は、さあどうだ？ポラライザー呪われてるらしい。お、出た！来ました。発射速度プラス 19%、リロードマイナス 15%、ダメージプラス 2%。いいね。このぐらい。こういうのがね、バンバン出てほしいね。じゃあ、こいつはこう。じゃあ、これで、ね、強いの出たね。これいい。これ熱いでしょ。じゃあ、こいつがじゃあいらないね。バイバーイ。熱い。しかもほら。見てこれ。チャージスロット入れたらこれよ。発射速度 49%、リロードマイナス 32%。えぐくないこれ。熱い。いいね。今日ガチャ運悪くないっすな。やべえ、脳汁出る。あ、来た。今度3つっすね。マイナス 5%、プラス 1%。いいね。じゃあそうすると、こいつがいらなくなるんで、こいつばらします。いや、いい。今んとこいいよ。いいじゃん。もう、ほぼ実戦投入できるレベルに近い。こいつはお、切った発射速度 14%。熱い。で、こんな感じですかね。発射速度プラス 42%。これ理論値すごいんじゃないですか。発射速度が実質2倍。これ。紫色のガラスが有り余ってるんですが、どうすれば？持っとけ。ヒマディンスター、それは持っといて。だって今あれでしょ？新人の、なんだろう。ね。トラベラーが、まだやっぱりイベントごとに増えるじゃないですか。配信やってる人もやっぱりまだ、やっぱノーマンズスカイって配信、やりました、始めましたって言ってもなんか続いてる人って意外と少ないですよね。
意外と少ないと思う。最近ね、前配信してた人しなくなったなとかやっぱ思うもん。続ければいいのになと思いながら。どうやれば沼ハマるんだろうね。なんかもっとうまくハマってほしいよね、あれもね。なかなかハマらないんだ。持っといていいんじゃないですか。なんかのやっぱり、無理やりでもないけど、アイテム欲しい人集まれ、みたいな、銘打って、なんか、配りたいっすよね。溜まってるアイテムをね。なんか理由つけて。ぶちまきたいっすよね。本当の初心者さんだったら、ただの金とかただのプラチナでもすごい魅力的に映るはずだから、そういうのでも熱いかもしれない。熱いかもしれない。もしかしたら。中性子キャノンの強化に関してはもう、見せたくない、使ってもらった方がいい。絶対に楽しいから。見たいじゃねえや、使いたい。噂はいろいろ聞いてるから。今だいぶね、そのためのマルティスペースアノマリー。そうなんですよね。交流の場。重いっすけどね、あそこ。いつも思うの、マルチスペースのアノマリ重たいから、もっと軽くなってくれればいいなと思う。白メガネさん、こんばんは。ありがとうございます。いらっしゃいませ。嬉しいですぞ。今日はね、ガチャ回しております。見て。今、早速こんなの出ております。今あれか。こんな数値のがもう早速出ております。今日はですね、こいつを使うために今強化してるんですけど、中性子キャノンですね、おすすめされたので。で、たまたま手元にこの S ランクのね、センチネルのピストルがありましたんで、しかも S ランクのね。で、スーパーチャージスロットが並んでるし、1個挟んでここにもおると。いい並びじゃないのと。じゃあこれ使って作っちゃおうよという話でございます。で、手元になんかガチャアイテムがあったんで、今ガチャ回してるんですけど、1個当たりが出たところでございます。1個と、あとはもう1個。でこいつらをね、こういう状態にして、ねえ。で、これ重なって座れるのか何？これなんか、重ねるっぽいですよね、なんかね。なんか前にもなんかあったっすよね。人から見ると、なんか重なって座ってるってあったりする。やめてなんてこと。待って。国数どう長くね？一緒になったわ。新生物。ずれる。ずれる。合体。新生物。顔が出たり入ってる。肩かっこよ。新しい鎧みたいになってる。ずれる。ずれる。変なことなってるって。今度空き時間できたらアノマリーに行って配ります。いいんじゃないですか？なんか、新人がいたらポンポンポンって。僕もね、始めた一番最初の時に、何だったかな？プラチナだかを、確か何スタックだっけな？ 4、5スタックぐらい、いきなり放り込まれたんですよね。ちびるかと思いましたもん。何っつって。今思うと納得。こういうことかってなりました。脳汁コンロ点火したら弾かれた。脳汁コンロ点火。ボ。点火しておる。リロード2%、発射7%。まあ、あと3つ。す。清太郎さん、す。切ない。ガチャが終わっちゃう。1%、5%か。まあ。あと2個。私もなんか大量にいろいろ送られて怯えた。そんな駆け出しの記憶。やっぱみんなね、通る道なんですよ、そこは。2%。こいつは解体だわ。2%はもうね、もう。でもまあ、最初にしてはなかなかいいの固まったんじゃないか。3つ。さあ。これで今出るものは全部出たっすね。さあ。じゃあこれをどうするかっすよ。これをどうしますって話。こいつとこいつはまず確定。数値が良すぎるのでね。その後はこの辺。発射速度7%ちょっと魅力。で、こいつが 4%、2%。こいつ介護官か。こいつはバラす。で、マイナス 5%。リロードマイナス 5% 悪くない。ダメージ1、発射2だから3つついてんのはまあ嬉しいが、そうすると発射速度5と、発射速度5のダメージ1はこれもういらんか。セータス 2%、か。ゴミ目。スカウターにだいぶゆとりがある。スカウターが壊れるまでははるか遠くや。これがね、発射速度 6% の 1%、2% なんだけど、だから分散した感じだよね、数値がね。リロード 2% の。いやー、悩ましいとこだなー。微妙なところ。まあ、どっちかに振り切った方が、体感は面白いんだろうな。
6%、2%、1%、5%、2%、1%。うわぁ。発射速度を取るか、移動を取るかになるんだ、ここだと。いやー、難しいな。で、こいつが発射速度7%。こいつはじゃあ残しそうかな、じゃあな。3個 ?4 個どっちだどっち取るまあ、微妙な差か。今だったら、発射速度 6%、7% ついてる方が熱いか。リロードマイナス 5% も熱いけど、こいつ 2% ついてるな。じゃあこっちバラします。バイバーイ。バイバイ。あ、ちげえわ。どうしよう。そっか。この数になるのか。どっちがいらないこれ。7%、2%。まあ、どうせガチャ回して上振れのやつ引くまでやるから、どっちでもいいんだけど。悩む。まあ、ダメージはどうせ上がるから。君に決めた。バイバイじゃ、オッケー。よし。こんなもんでいいでしょ。無人世紀にある宇宙ステーション便利ですね。ああ。装飾つけるときに NPC の宇宙船が、なるほどね。あ、そういうのがあるんだ。確かに海上拠点的にはその方が熱いのかしら。これどっち？やっぱスーパーチャージスロットに入れた方が熱いのか。今これだと、並びがどっちだ？イオンスフィア速度って何？知らん数字が出てる。チャージ速度マイナス 11% だから、黙ってこれここにつけてる方が、これの方があれなのか、数値上がるのか。待って、こいつさ、制作されたイオンスフィアってこれ弾数のことか。これ増えた方が実は熱いのか。ちょっと待って。悩ましい。うわ、悩ましい。これって弾数何本増える？ 2.5。そんなに増えねえな。弾数2が 2.5 になる。一旦これでいいか。もしこのイオンスフィアとかでこの弾数っぽいステータスがもっと熱いことになるなら、これも、うわ、そっか、そんなのあるのか。厳選して。待って、これちなみになんですけど、今、待って、違うな。そっか。マルチツールモジュール、こいつと、X モジュールまた別か、これ。これ、ハテナモジュールと X モジュールって別でしたっけか？これ別か。つくのか、そういえば。熱っ！激熱！忘れてた。そういえば別か、あれ。どっちだっけ？忘れた。しかも、あ、別だ。そうか、じゃあ X まだ遊れるじゃん。皆さん、X モジュールガチャ、在庫あります。ちょっと待って、今倉庫行きますわ。なんか、水揚げされてんだけど。ゆきさん、なんか水揚げされてますけど。かわいそうなことになってるって。待って、在庫ある。もう一回ガチャで遊べるのみんな。ガチャタイム。みんな、ガチャは好きかい？みんなガチャは好きかい？ガチャ回そうに。どこだっけな、こっちにしまってたっけか。何回同じことやるね。ほら。これだっけか。武器違うな。武器これか？これ物品か。あれ武器これだっけか。これテクノロジーか。あれ武器の分どれだっけ？あれないっけか武器。これだっけか。あれ武器、これか。あ、武器これだ。見て。まあ少ないけど、67個。67個でございます。ジエさん、うおー、熱いでしょ。ガチャお好きかい？大好きさ。いや、そうでしょう。皆さんそうでしょう。じゃあ回しますか。やってまいりましょう。これもまだね、開けてないからね。いっぱい遊べるドン。あれだったらまた海賊成形回ってこれ集めてきてもいいしね。センチネルさえあれば海賊も余裕のよっちゃんでしょう。よし、回そうぜ。どうしよう。ちょっと景色のいいところで回すか。マニはさ、あんまりこの星の使ってないところもやっぱいいね。かっこいいね。コルベットは熱いよ。たまにはほとんど使ってないテラスでも行こうよ。この橋もね、いずれ直したいなと思ってるんだけどね。綺麗なアーチにしたいんだけど、たまにはこういうのもいいでしょ。詰まるこの辺するやろ。たまにはね、こういうのもいいんじゃねえの。たまにはね、虹も出てることだしね、こういうのもいいんじゃねえの。全然使ってないからね。あ、あずらさん、こんばんは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。今日もノーマンズ会やってますんでね。今日はですね、なんと、
こんなことになっております。中性子キャノン。これをね、なんだろう、相棒にしようかと思いまして。ね。ガチャの寝台入れ替え。明日朝9時、オープンロックハンド岩手ね、岩手県民大好き。ロックガマ岩手。そう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 。ビッグガマ岩手つって。そうそうそう。ね、あるんすよ。本当にね。アズラさんこんばんは。挨拶第一。ね。アズラさんこんばんは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。うん。あららセンティネルマルチツールあったね。そう。前の配信でちゃっかり手に入れてて、なんと S ランクなんですよ。そう。ピストルの方が好き。いや、たまたまこれだったんで、まあ、一旦今日はこれで作って、これからまだまだ紫星系僕いっぱい冒険するんで、冒険してるうちにまたいいの見つかるだろうとは思ってるんで、一旦これでいきます。で、いいのに、たまたま出会えたら、日本語で一期一会って言うんですけど、一個一個の出会いを大切にするっていうね、言葉なんですけど、なので次新しく出会った時に、好みのデザインのものがあったら、それに、乗り換えようと思っております。悪い男だね。うん。悪い男っすよ。ね、こう、可愛い子見つけたらね、すぐ乗り換えちゃったりなんかして、いや、悪い男だね。何の話やと。ピストルかライフルかって言われた時にちょっと悩むっすね。まあ、これもその先かな。素敵なのと、普通に遊んでて出会えたら、それに変えようかなぐらいに思ってました。うん。さあ、というわけで今、スーパーチャージスロットが真ん中1個、隣に1個、1個飛ばしてもう1個、並んでる。まあまあいいやつ。まあまあいい感じに並んでおります。1個離れてるんだけどね。これはまあ仕方ない。でね、さっきのガチャでこんなの引いたんすよ。結構良くないですか？元の数値割といいので、こいつを引いたので、元の数値がこんな感じ。発射プラス 19%。で、リロードがマイナス 15% ついてる。本当はね、ダメージ 2%。もうこれもね、もうちょっと高かったら文句なかったけど、まあ、比較的当たりなのでは。ということなので、こいつをね、つけております。で、もう一個、こいつ。これが発射速度プラス 14%。なかなかなのでね、こいつもチャージスロットに入れて、一旦いいことにしております。結果的にね、まだ一回も撃ったことない中性子キャノン、発射速度がほぼプラス 90% というね。で、リロード時間がマイナス 50% 超え。なかなかえぐいのでは。いい感じ、いい感じ。そういえば私かなりいいライフルの情報があってね、うちの友達さんからの、あら素敵、いいじゃないですか。やっぱ情報も大事ね。情報すごい大事。さあ。こんな感じなんですけれども、なんとね、ご覧ください。怪しげな包みが今67個ありますので、X モジュールもガチャができると。みんなガチャは大好きかい？イエーイご希望でしたら案内できますよ。どうしよう。でも今日はいいかな。今日は大丈夫。気持ちだけ。アズラさんいつもありがとうございます。気持ちだけいただいておきます。やっぱりね、自分で探したい気持ちの方が強いかな。なのでね、いいのに出会えたらそれを仲間にしたいと思いますので、気持ちだけいただいておきます。ありがとうございます。ね、うおー、ガチャの時間だ。行くぞみんな。どんどん、パフ。行くぜ。じゃあ早速17個開けていきましょうか。行くぞ。空母に倉庫設置。いいね、いいぞ。順調。ほら、開けちゃうぞ。ジオロジーや。これジオロジーじゃないもんね。これが来た。中性子キャノン来たよ。今ここに2つ目中性子来たので、こいつがどんどん開けばいいんだね。見づらいか。じゃあ、どうしよう、ここなんで。違うな。じゃあみんな注目。こいつ。ここに置くので、ここが今10個やね。これがどんどん増えていけば、うまテイストでございます。開けます。ドン。増えねえ。全然増えねえ。1個しか、2個来た。2個出たけど、2個しか出ない。こんだけ開けて2個しか出ない。まあ、でもそうか、種類考えれば2個出ればいい方か。まあ、ついでに宇宙船の強化もできるからいいよね。オッケー。とりあえず2個出たね。とりあえずね。でもまだほら50個あるから。大丈夫。理論値あと2個は出るよ。この感じだと理論値あと2個は出る。某爆破系博士、ガチャをつきかいね。
汗透過して敵を爆破することも、大好きさネタが縦横無尽に。コルベット博覧会やるときがあったら持っていきますね。楽しみにしております。またやろうね。みんなまたやろうね、博覧会。よし、じゃあ残り50個。みんな、ガンガン開けていくぜ。ノンストップで目かっぽじってよく見といてくれ。いくぜ。50個連発開けます。ドンドン。来た。ドンドンドン。どうだ ?1 個増えたよ、もう。早速1個増えたよ。1個増えたか。そっから増えない。他のが増えていく。いやー、もう1個ぐらい。さすがにもう1個は出るでしょ、こんだけやってれば。理論値上。よし、来た。こっから延長。5個欲しい。他のところだってもう5個、6個出てるやつもあるよ。やっぱ多少は偏りあるんか。5個来た。いいよ。残り15個。6個いけんじゃん。6個出ればさ、いや、来た。来い、もう1個来い。8個出てんならいけんじゃねえ。いけなかったー。6個出ました。なんか出た。何これ。何これ。折られた。大掃除用大包丁。何それ。ノーマンズスカイこういう変なの出てくるから面白いですよね。なんだろう。高価な宝石が散りばめられ、まばゆい光を放っている大胆でスケールの大きい唯一無二の一品だと言える。ノーマンズスカイ、あれですよね。近接武器も出てほしいですよね。この包丁って出てくるんだったら。そうね、自分はコミュ惑星、地球型惑星に、在住しておりますので、いいんじゃないですか。そこでやっぱなるのもやっぱ熱いですよね。そこだといろんなコルベット見れるから。写真もはかどりそうだからいずれ行きたいですよね、僕も。一体何を掃除するってんだい。宇宙の掃除や御用達包丁かもしれない。いやーなんか闇の香りがしますな。解体屋。何を解体するんだい。ブラックラグーンでいうとこのソーヤーみたいな感じかな。わかるこのネタ。ね。確か換金お金をね。確かそうですよ。この金色のやつとかね。もったいないですよね。この換金アイテムってノーマンズスカイすっげえバリエーションあるじゃないですか。うわー、アイテムとしてどんなデザインか見てみたいみたいなアイテムの名前がいっぱい出てくるから、これもそのうち出てくるのかな。楽しみや。というわけで話戻しまして、はい。中性子キャノンモジュール6個。出ましたんで、これちなみにだけど、これパルススピッターでしょ。ジオロジーでしょ。これフェーズビームでしょ。ブレイズジャベリン、プラズマランチャー、ボルトキャスターで、サイクロトーク、宇宙船のやつ、スキャッターもまだ許可できるね。ポジトロン、フォトン、インフラナイフ、宇宙船のも出んだね。そっか、宇宙船用の評価も出るからすげえ種類あるんだ。よし。ではですよ、皆さん。6個分回していきましょうか、ガチャ。でも6個だしな。6個そんなに出ねえんじゃねえ。とりあえず開けてみようか。参ります。闇の話。一応これ渡しておきますね。何なんだいなんかレアアイテムって表示されてしまった。アイテムいろいろ出たね。1。頭で。じゃあ隣座ってよ、じゃあ。やめて、その頭の上に。とんがってるもの頭の上、やめてよ。危ないじゃん。そんなとんがって。手首のとこそんな感じなんだ。いいよ、隣開けるよ。隣座りな。ニップ。いらないよ、ニップ。どうしたの。そうやって。これ1個だけ。なんそれ。クソ。いや、後で倉庫にしまっとくよ。これ超だけたとこに入れ込みよってよ。うまいこと入れやがって全くもう。いらん。捕まっちゃうよ。ニップ警察来るでしょ、そんなことしたら。全く。バック X 飲んじゃおう。エナドリ、うまし。あんま飲みすぎない方がいいけどね。ニップ。ほんま。用じゃないんだから配ってます。他の人にも配ったれ。もう全員のところに無理やり放り込んだれ、それ。じゃあ皆さんお待ちかね。6個しかないけどね。ガチャ回していきましょう。10連回したかったけどね。さあ、何が出るかな。ダン。さあ、どんな。強い。待って。いや、期待通り。生成されたイオンスピア。これ弾数増やすやつね。ダメージ 10% ってさ、結構でかい。4つついてるよ。これ4つもつくの初めて見た。
3つじゃないんだ。4つつくんだ、これ。これって結構強いんじゃないの？ 4 つついてんのって。ヒュー。あ、やっぱ勝ち、これ。いい感じ、これ。これ、いや、当たりじゃんもしかして。わかんないけど。数値はでもまだ弱いのか。理論値とかあるらしいですからね。さあ、どうだ。さあ、どう？お、強っ。びっくりした。チャージ 30%、ダメージ 13%。しかも3つ。今日ガチャ運怖い。何これ。あ、ちょっと夕食行ってきます。また後で行ってらっしゃい。ゆっくり食べてきてね。ワイボン、多分9時ぐらいまでやると思うんでね。ゆっくり食べてきてくださいな。何食べるんだろう。後で何食べたか教えてください。飯テロ大歓迎。それをおかずに白米食うんで。みんな食い物の写真はね、X にバンバン上げた方がいいよ。国和喜ぶからね。国和ね、脳死で食い物にいいねする習性があるから。最近その X 貼り付いてない時間あるけど。そう。割と脳死で食い物にいいねを押す習性あるから。なんでインベントのニップがあんで、教えはどうなってんだ？教えは知らない。僕じゃない。違う。知らない。俺じゃない。知らないよ。勝手に入ってたんだ。俺じゃない。よくあるパターン。冤罪。そう、世の中の冤罪ってこうやって生まれていくんだよね。ね、そういうもんなんですよ。戦略空母だからな、対艦誘弾道、対艦誘導弾と VLS、あんま詳しくないんだよな、VLS、でも文字面はかっこいい。CIWS 追加しよう。かっこよき。運び屋にされてらっしゃる。なんでや、本当に。リュウキさん、僕が見たサレーチがチャージ 50%。50% サレーチなんだ。イオンスピア、そこで 30%。30% 出るのね。ダメージ 14%。なんか他のとこでも、レモンさんがなんか喋ってましたよね。ダメージが確か13、14%。14% が理論値でしたっけか、確か。でもそうか。イオンスピア 30% だ。チャージ 50% まで出れば、やっぱ 30% が標準値か。チャージ 30% は標準値って考えていいんだよね、そうすると。じゃあ 30% 出たら当たりで、それ以外はもう切っちゃっていいね。生成イオンスピア1だと、そっか。これ生成イオンスピア2とか出れば大当たりか。ワンチャン。どうだろう。さあ、どうだ。お、イオンスピア速度か。イオンスピア生成1、1個ずつか。まあそうだよね。4ベースで2が出るってことは、これやっぱでかいんだ。1出ればまあまあ強い。で、チャージ速度がマイナス 19%。いや、このダメージ 10% とか、こいつが強い。こいつが明らか強いわ。今とりあえず3つつきましたよと。これ X 同士で並べないとシナジー出ないのか。うわー、じゃあ並び順難しいね、これね。ってことは優先順位、並び順の優先順位を考えなきゃいけない。これ今、OK。じゃあ一回とりあえず開けよう。それから並び順考えよう。あと3つだからね。さあ、どうだい？ほい。まあ。ちょっと弱いか。ちょっと弱い。人々、メディア、ファン。どういうこと？人々、メディア、ファン。どういうこと？あ、どうだ？こいつはどうだ？イオンスピア速度 4%。どうなんだろう。なんとも言えない。微妙な感じなのが出てくる。あと1個。さあ、どうだい？ドン。さあ、君は？お、いや、出た！強い。来ました、当たりでございます。イオンスピア速度ってよくわからんけど、チャージ速度 44% 出ました。ありがとうございます。当たり2個出たんじゃない？トリマーいらないの削っていくか。30% 当たりなんで 10%、6%、9%、4%、こいつを削ります。さいなら。44! これ当たりでしょう。人梅受粉を空白開けて入力したらなぜか翻訳される。不思議なこと。あ、人梅受粉ってことね。そういうことか。ほんまや、コメント欄2つ開いてるけど、もう片方でちゃんと人梅受粉なっとるわ。変なの。翻訳くん、頼むぜ、マジで。当たりはこいつと、こいつかな？じゃあまずどうしよう。こいつを、とりあえずここに放り込んどくか。55%。これどう並べるのが一番強いんだろうな。フリマ、ちょっと待って、こいつでしょ？こいつが発射14で、こい
つここでいいんじゃね全然。こいつここでやろ。あ、待って、ちょっと待って。違うな。こいつここでやろ。こうでやろ。だってこいつ数値一番やばいやん。あ、でもどうなんだろう。発射速度とチャージ速度、どっちが熱いんだろうな。わからん。使ってみないとわからんな。で、チャージ 6%、イオンスピア。こっちの方がチャージ19だからこっちの方が早いか。イオンスフィア速度。こっちがいらんな。パン。で、もう一個削るけどどっちだ？違うな、待って。こいつがチャージ 19%、チャージ 6%、ダメージ 10%。どっちが大事？ダメージはシンプルに欲しいか。多分ダメージ上げた方がいいんだよな。弾数、あ、どっちだ？弾数は同じく1増えるからダメージ上げた方が回復に対して回復始まっちゃうと焦点の間に増えるからこっちがいらんな。まあどうせ上振れ引いて変える予定だからいいや。さらば今はダメージが欲しい。バイバイ。よし、一旦これでいこう。一旦これでいきます。で問題、配置問題。ちょっと待ってね。一回全部避けるよ。一回避けて、こんな感じ。どれをじゃあ、この、スーパーチャージャーに入れるか問題。チャージ速度は 44% と、チャージ速度 30%。これ2つ、スーパーチャージ入れたら多分もう、えぐいことになると思う。しかもこいつダメージ 13% ついてるな。これさ、ダメージついてるやつ入れた方が熱いのか。ダメージ 17%。これって隣に並んでる方が多分効果強くなるんですよね。ってことはこれでダメージがさらに上がるから多分 20% ぐらいいってんのかな。で、真上のとこにももっと強いやつを置きたいので、うわ、悩ましい。チャージ44、ここに入れて、チャージ55。悩ましいな。イオンスフィア速度ってのがね、なんのこっちゃよくわからん。わかんねえな。言葉って難しいね。チャージ 11%。チャージ 55%。速度19。発射速度19上げた方がシンプル強い気はする。こうかな。どうなんだろう。ダメージ増加だな。ダメージをどんどん上げていこう。で、こいつが 19% なんだが、ね。なんかよくわかりませんけれど、多分早かったら強いってのがクーガの兄貴も言ってます。もう早かったら強いわな。そう、早いは強いから。間違いない。早いは強いは間違いない。あ、しまった。これあれか。これって並んでないとシナジー出ないんだ。忘れてた。待って、そっか。うわ、難しい。こうだな。の、こいつをこう。そうすると、こいつがね、余るんよ。うわー、みんなこれ難しいね、配列。どうしようね。シナジー問題で言うと、いやー、これきちいな。上が1個開くから、スーパーチャージここなんだよな。難しい、これ、並び。でもこれ使わないのもったいないよね。絶対にスーパーチャージスロットは使った方がいいと思うんだ。スーパーチャージスロットに入れた方がでかいのか、この並びで入れた方がでかいのか。一旦こうしよう。悔しい並びやな、これ。もったいない気はするが。で、多分、こことここに関しては、やっぱり、斜めだとシナジー弱いのか、縦に入れた方がこのシナジーの光強くなるもんね。この方多分シナジー強いんだ。こうだな。いやー、もったいねー。もったいねー。やっぱあれだね。確かにみんなこのスーパーチャージスロットガチャしたい気持ちわかる。わかるわ。これが並んでれば最強なのになってなる、これ。わあ、気持ちわかる。100連するか。ほんとそう。じゃあ一旦これで、
センチネル狩りに行って、性能確かめて、あ、レトナガさん、こんばんはいらっしゃいませ。ありがとうございます。レトナガさん、呼びました。今まさに来てほしかった。ありがとうございます。どうしたらいいですかこの配置。センチネル武器の破片のやつはボルトキャスターにしか効果ありません。えあ、そういうこと？これ意味ないの？なんだ。そっか。悲しい。効果対象がボルトキャスターのみなんだ。そういう意味か。うわー。割り切ることもまた大切。うわ、ショック。レジャーしたい？貯めればいいのさ。やらなきゃダメか。貯めてくか。でも、夢は見れた。夢は見れた。いや、本当に夢は見れた。おもろかった。そっか、ボルトキャスターにしか使えないんですね。うわー、残念。どうなんだろう、今。今回、こいつが出たんですよ。発射速度 19% とリロードマイナス 15%、ダメージ 2%。これは比較的当たりっすかね。これだけ取っとけば、次、ボルトキャスター作ろっかなって思った時に、あ、そういえばあったじゃんってなるかしら。まあいいか、とりあえずしまっとくか。後で使うかもしれないし。ということはですよ。この部屋なんか適当にまた別のものを放り込んでも、よきよきなのでは。X モジュールって、S クラッシュモジュールと共存しないですよね、確かこれ。合わせて3つっすよね、確かね。限界値か。そっか。残念だな。仕方ないな。そういうこともあらな。よし、じゃあアイテム整理しますか。つまり2種の武器を使いこなせることができる。まあ、難易度上げないで国数不器用だから。そんなんされたらね、どうしようもなくなっちゃう。そんなん。待て、アイテム。じゃあ、バラすか。バラすというか、こいつは保管。この辺も全部保管しておこうか。また今度ガチャしようね。どうするこれ2つバラす？だって全然理論値ではないんだよね。14%。ないよりはあった方がいいのかなとは思うけど。どうせ、次じゃあ、なんか、ボルトキャスター今度作りたいねって言ったら、多分またガチャするでしょ。ので、これ2つはバラします。バイバーイ。もったいないかないや、バイバイ。荷物いっぱいいっぱいだから。断捨離大事。となるとですよ。いや、でもいいか。こいつとこいつがここにあるから、いいんじゃないか。試しに撃ってみるか何発か。人類はガチャから逃れられないよね。それ、ほんとそれ。さて。じゃあちょっと適当になんか撃ってみますか。あ、こういう感じなんだ。いや、早っ。あ、結構3段っぽいんだね。ダメージ何本入ってるこれ。単発268。ちょい押し210。一瞬押し。これは入んねや。待って。ちょっと、これで押し上がっていいのか、ダメージって。瞬間押しで201。チャージ打ち、何ぼ出てる？反動でかくて2円、603。なんか反動でかくね？こんなもんか。あ、でも700ぐらい出てるね。ポチポチとチャージが可能。国風さんは今日の目的何かな？今日はですね、こちらの修正式キャノンを鍛えて、あとは戦闘訓練をしようと思っております。センチネル武器以外で、どうしましょう。あとね、水金クエスト1個は待ってるんで、そいつをちょっとやろうかなとは思ってました。反動が思ってるでかいな、これ。となると、結構これは狙い撃ち難しいか。いってなるほどな。中性子キャノンは、チャージ速度を上げると弾丸攻力の数値がバック伸びしますが、だからといってダメージは伸びませんので注意。そういう感じなんですね。難しいところ。なるほど。ありがとうございます。今は
今まで弾丸攻力3万とか言っとるが。そういうことか。チャージ速度が今じゃあめちゃめちゃ上がってるから、これ上がってるけどなんだ。僕らがじゃあダメージ伸ばそうと思ったら、チャージ速度よりもシンプルダメージ上げた方が、どっちがいいんだろう。今使ってみたら反動めちゃめちゃ強いから、反動がめちゃめちゃ強いから、一発ごとのダメージ上げた方が、美味しいのかな。その方が安定するのかもしれない。返答としては。だって今の手ブレからすると連発で当てるのちょっと難しいでしょ。慣れればいけるんだろうけど、一発一発上げた方が多分ダメージ係数は実際のとこ上がりそうだね。あずらさん、そうか、分かったな。ごめんね、今日、コルベットのあれ、もしかしたら時間あんまり作れないかもしれない。ちょっと今日の進捗次第です。今日建築はちょっと厳しそうなんだよな。で、結局このイオンスピア速度ってなんなんや、これ。全然わからん。チャージ速度ってことでいいのかな、これ。わからん。弾速かな、もしかしたら。まあ追加発射が高速でできるようになるとは書いてあるけど。わかんね。そういうことか。ね、やっぱ、聞いてみないとわかんないですね。じゃあこれ3万って書いてるけど、これ仮初めの3万だ。なるへそ。イオンスピアが段数だとしたら弾速？やっぱりそうか。そういうことか。イオンスピア速度。弾のスピードか。そういうことか。あずらさん、気にしないよ。特に何言ってないよ。ごめん。なんかちょっと今のは。あれだ、早とちりだった。申し訳ない。早とちりしちゃいました。申し訳ない。よし。じゃあ、一旦武器ができたので、試しに戦闘行ってみますか。隊員がなんか痛かった。よし。いつから3万だと錯覚していた。よし、じゃあ水銀集めに行こうか。一旦もう先に水銀集めに行って、フェシウム集めか。はいありがとうございます。フェシウム集めめんどくさいね。なんか適当にこの辺行きます？適当にこの辺行こう。応援いただいたところで、チャージ速度はある程度高くなれば頭打ちになるときは来ると思うので、弾丸攻力の数値にこだわらなければダメージの高いモジュールを優先した方が強いです。了解です。やっぱりダメージなんだ。やっぱね、パワーなんですよ。やはり力は全てを解決する。どんどんパワー上げていきますか、じゃあ。それ目的で、一旦これで水銀400ゲットしたら、ガチャ引くためにガチャ集めに行きましょうか。敵をボッコしていきましょう。じゃあ、汚れ仕事を受けて、これで行こう。でこようね。さて、やはり力は全てを解決する。さて。運のサンプル探し。この星でもいけんじゃねえか。ダメ？他の星行けとか指示出る？もしかして。いいね。この場でできそう。早速、あれ？普段ここにいるはずの動物がおらんぞ。消えるんだよな、たまにな。まあいいでしょう。周り海なんだよね、この辺ね。まだポップしてないのかも。それはあるかもしれない。そっち行くとポロポロ言うから、ちょっとそっち渡りますか。じゃあ、センチネル。祝福されたベータシグマだっけか。読むの苦手だけど、ベータシグマで行こうと思います。この辺ポップするでしょう。ダックスフートさん、こんばんは。出遅れた。いや、全然そんなことないですよ。ありがとうございます。今ちょっと水銀集めをね、これからやっていきますんでね。で、新武器を確保したので、この後センチネルをボッコにして、ガチャアイテムを展開していこうと思います。楽しみ。違う。センチネルボッコ意味ないんだ。配属か。X モジュールの方を集めたいんですね、今日はね。今日のメインイベント、こんな感じになっております。中性子キャノン、こいつをね、使って戦闘訓練をしていきたいと思うところでございます。たまたま手元にね、S ランクのセンチネルピストルがあったんで、こいつをじゃあ強化しようかと
で、ありがたいことに、スーパーチャージが1個。隣に1個の1個は飛んで1個の、ここにも1個。これもったいないんだよな。悔しいというところ。で、今X モジュールガチャを回したところなんですけど、見てくださいよ。チャージ速度マイナス 44%。なかなか。ダメージ 17%。今、スーパーチャージに入れてるんでこんな感じですけどね。もう1個スーパーチャージに入れて4つっすよ。4つ付きでこんな感じになっております。チャージ 55%。イオンスペア速度も 15%。ダメージ 7% となっております。なんかさっき聞いたら、ダメージの理論値がマックス 14% でしたっけか 15% でしたっけかつけば理論値なんでしたっけかね。だからガチャ引いてこれが出たら熱いなー。しかもほら今4つこう4枠のやつが手に入ったら熱いので、ちょっとガチャアイテムを集めていきたいな今日はね。怪しい武器海賊恋でいっぱい集めてガチャ引いていきたいとぞ。そんな感じでございます。この惑星生物カブトムシめっちゃいる。そうそう。しかもね男の子ならみんな大好きヘラクレスオオカブトなんでね。それのせいかわかんないけど地上の生物ちょっと少ないんですよね。ちょっと少なめなんですよ。ちょっと待った。動物の餌少なくね。動物の餌ちょっとしかなかった気がする。しまった。アイテム整理してから来ればよかった。ちょっとまずったか。私もそろそろエクソスーツを海賊品に染めるか染め上げる時が来てしまったか。やっちゃう？みんなで海賊行為やっちゃいますじゃあペレット作ります。ペレット山ほど作っとこう。あればあるほどいいペレット。この生成するとき長押しで数増やしたいですよね。なぜかできないんだけど。一貫こんなもんでいいや。よし。これ畜生ども、餌の時間じゃ。これ畜生ども、餌の時間じゃ。これ畜生ども。数少ないな。もうちょっといなかったっけ？あ、なんか随分みんな散らばってるね。下か。これ畜生ども、餌の時間じゃい。食らうがいい。みんなもっと近く集まってくんないかな。あんまり離れるとうんこ回収するのがめんどくさくなっちゃうからね。ありがたくムサボルトいい。はは、俺の慈悲に感謝するんだなさあ早くクソするがいい。さあ早くクソ漏らせ。プリプリするがいい。お花プルプルしそうだなこいつ。はいうんちはいうんちはいうんちひどすぎ。はいうんちひどすぎ。解消させてほしい。できれば Y が歩けばそのうんちから離れるんでしょ君も。オッケーオッケー。じゃあワンうんちゲット。これでまず17個分いいね。お、来た来た。2うんち。いやーそこ離れてほしいな。でかいうんちの方がいっぱい取れるんでしょこれだって。そうでもないのかな。できればでかいうんちが欲しいとこ。ならず者政権を回って買うのが早いですよ。買った方が早いんですね。買った方が早いんだ。その際に金製品を買いためて、通常成形で売るというユニットの節約にもなります。豆知識。やりくり上手ですね。君もうんちを落とさないかい？君も国風にうんちを恵まないかい？どうもスカトラベラー国風です。最低国風。飛んでいかないでー。今餌やったじゃんお前。お前なんでそんな恥ずかしいのか俺にうんちするとこ見られるのが。お前昆虫やんけ。こいつかっこいいなマジで。こいつマジでかっこいいな。こいつ乗りてー。コンパニオン枠広げて乗ったりできる相棒増やしたいんですよね。本当はこいつ乗りたい。またあれか、ナノマシン集めしていずれ解放するか。こいつもしかしてうんちしないキャラ？パタパタするばっかりでうんちングタイムの気配がないな。いいんだよ恥ずかしがらずに。プリッとしん、飛んでいかないで。海の中にプリッとされたら最悪や。もういいやあいつはもういいよ君は。知らない。そんなことするならもういいです。拙者はへそ曲げました。もう知りません
あ、君。さあ、お食べ。この辺に餌撒きゃいいんだよ、俺。忘れてたわ。それでね、その辺の貨物船襲撃して金銭いただくのもありですね。うへへ。やりますか？今日海賊配信かな？この辺に巻きゃいいんだよ。これ巻くのどうやるっけ？ここだっけか。ここか。こうやって巻けるんだっけな。いい。この辺巻いてりゃ、ウンチングハイになりたい動物たちが勝手に集まってくるっちゃ。ほーら、来た。プリプリターイム。プリ。2匹しかおらんだが。これさっきの2匹か。なんかずっとついてきてんだね。俺にはお前たちしかいないよ。名前も知らない動物たちよ。さあ、うんちちょうだい。ゴール遠いな。君も今食ったよね。食ったら出せ。食ったら働くがいい。うんちをするだけの簡単なお仕事です。別から近づくと餌あげる。まさか餌を与えてる方法って、右手でズブーやめなさいよ。バッチーはね、海外のいたずらでなんか、あったっすよね。動物、なんか、嫁さんに目隠しして、なんか、あ、来た、うんち。ひでえ配信だ。何がうんち。回収したいよ。そこ、うんち譲ってほしい。この席譲ってほしいわ。はい、ナイスうんち。ね。3連装。CIWS でいけた。進んどりますな。建築が進んでおる。よき。ガチャで出たやつでインストールする価値がほぼない X クラスのマインビームモジュールをそのまま売るとナノマシン稼ぎにもなります。確かに。その手もありましたな。そっか、そういう方法もあるんや。じゃあ、とにかくガチャは回しどくや。ガンガンガチャ回したいですね。さあ、餌をもっとあげたいところ。あっちにも。なんか今チラッと、動物おるやん。二足歩行のガタイの大きい君、うんちでかそうだ。君、でかうんちタイムしない？でかうんちタイム、ブリ。ひどすぎる。あ、お茶飲んでいいですか？ハト麦茶の方いただきます。栄養ドリンクの飲み終わったんだね。栄養ドリンクじゃないや。いや。いいや。得になるガチャは、果たしてガチャって呼んでいいのか、さくらん。みんなソシャゲのガチャ燃やしすぎて感覚おかしくなってるのよ。ガチャポンは売れるからね。そういう考え方もありよりのあり。君はうんちんしてくれないね、なかなか。さあ、うんちしてごらん。なんか走り出した。どうしたそんな急に走り出して。俺操作してないぞ。この惑星16の生物いる。それ意外と多いんですよね、なぜかね。意外と生物多いんですよ。国風地が別の何かに染まっていく。うんち好きの何か。嫌すぎるでしょ。茶色で言うなら茶色かな。嫌すぎる。ナノマシン稼ぎ暴走カビの生成もうコメント出ました。いや、ナノマシン稼ぎの暴走カビはね、僕拠点持ってるんですよ。中途半端なサイズなんですけど。一応拠点あるんで、何も考えずに雑談配信ですっていう体にして手はずっとナノマシン稼ぐっていうのもなきにしもあらず。実はなきにしもあらず。全然、何個か回って花瓶の数が10何個とかしかないから、全然数的には少ないんですけど、一応ね、拠点はあるっちゃある。こいつうんこしなくね？もしかして乗ってる間こいつうんこしないの？緊張してるのかな？俺が乗ってるからって緊張してるのかな？いいよ。あ、もしかしてこいつもううんちした？うわー、しまった。喋ってたらうんち見逃した。飼育員にあるまじきうぐっこ。センスないぜ。まったくもう雑談しながらにはちょうどいいですね。ね、ノーマンズスカイこういうのあるですからね。意外とおしゃべりするのにもちょうどいいそういうのがあったりするんだよね。うんち集めめちゃめちゃ時間かけてるんだが。だってこいつうんちしないんだもん。肩に乗ったら緊張してね。あれなのかな、やっぱり。隣の個室に入ってると緊張して出てこなくなるタイプの子なのかな。ちょっと悪いことしたね。ほら、さあ、いいよ。遠慮しないで。恥ずかしがらずにさ。そんな照れなくていいから。私、俺しか見てない。
君もついでにうんちしないかい。でっかありがとう。いっぱいもろたで工藤。君もどう？なんか変わってね。ちょっと待って。あ、いいよね。汚れ仕事だよね、今ね。変態だーグーのモデルも出ねえ。いいね、でかいね。うんちにかぶんないようにね。うんちかぶったら回収できなくなるからね。でかいですね。いいな、デカペットそのうち欲しいね。出会いたい。自分で探して出会いたい。この大きさに関してはね、ほんとまちまちですからね、これに関しては。うんちするまで時間かかるんだよね、マジで。ダブルうんち君めっちゃ出るじゃん、君。2回もしてくれたの。燃費いいな、主。うんちの燃費とはこれいかにね、美味しそう。何の話？怖い。待って、汚い仕事してるときに美味しそう。今どれ見て美味しそうって言ったの？怖い。ちょっとね、ちょっとそれ人格疑っちゃうっすね。それちょっと、マジっすか？ちょっと人格疑っちゃいますね。貝の話だと思うんだけどね。で食い出がいっぱいありそう。浜焼きにしたらもう数十人分、数百人分の食う量になりそう。まず火通んないか。米宿刈りは深海で見つけました。熱い。うんぴ。すごい、文字隠しとしてちょうどいい。うんぴ。うんこの費用。うんコストパフォーマンス。略してうんぴ。うんコストパフォーマンスもなかなか楽しい。みんな2回ずつすんだね。知らなかった。みんな1回咲くと2回するのか。2回して、あれだね、この、懐くチャンスのこの上のバッテン印なくなるね。あんまり意識したことなかったから、そういう感じなんだね。これでもう1回餌あげられると。2回なんだ。もう1回プリッとしなさい。もうワンプリ。あれプリッとしたこいつ。しないパターンもあるわ。全然しないパターンもあるんだね。じゃあもう一回君も。でももうこれでいけるんじゃないか。これでなるでしょ、さすがに。さすがにこれで、今141個だからいけるっしょ。いけるっしょ。マジ出るっしょ。来た。はい、はい、クリア。ごめん、君うんこいらなくなっちゃった。ちょっともうここでうんこしないでもらっていいですか？餌やるだけやってもううんこしないでとか言い始める。もういいことに。ノーティロンって地上走れんだ。それ知らなかった。地上走れんだね、ノーティロンって。よし、ミッション成功。手のひらくる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 。手のひらくる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 。ギュルン。さて宇宙船よーぼーっと。なんか画像が曲がってんだよな。ほい。オッケー。まこつさんお帰りなさい。戻りました。いらっしゃいませ。よかった。食事終わったタイミングで。じゃあもう何も言わずに、とりあえずクエストクリアしとくか。これ以上多くを語らずに。よいしょ。オッケー。走っているのか転がっているのか。ね。ゴロン。間違った。そこだった。ミッション完了。Thank you. You're welcome. You're welcome は自分で言うとこじゃないけどね。いや、よき。いいね。さあ、水銀ゲッチュいたしました。いいね。まだ水銀あるじゃん。マインドコントロール装置だって。これもじゃあ、もうやっちゃうか。もう一個いきます。ごめんね。もうちょっと付き合ってね。水銀ミッション溜まってたわ。でもこのまま、ソロでいっちゃう。前回ね、一緒にやってもらった時にバグったから、今回もちょっとソロで行かしてもらえたら嬉しいです。申し訳ない。せっかくみんなで遊ぶ感じでやってるのに。バグがとにかく怖い。申し訳ないけど、バグがとにかく怖いから。よし。さあ、これで、マークされた惑星の表面。これさ、惑星映んないとカウント始まん、そうだよ。これクエストの内容変わったんだよ、これ。惑星指定されるんだよね、確かね。このさ、惑星指定するシステムいらないよね。この惑星にいるんだからいいじゃん、ここでばらせば。変なの。ね、ブースターで滑りながら陸上滑ってる。独特な移動方法。
ね、それはそう、バグ怖い。そう、前回の反省。配信中にバグって消えたりするとね、悲しいからね、マジで。いや、でも複雑でいろんなね、凍てつく土地って植物おる？そもそも。国数を皆さんでマインドコントロールしたら面白いの見れそう。何を期待してるんだね。国数の何を期待してるんだね。めっちゃ変なこと言うと思うよ。誰が得するのか分からない特殊な聖域や。角度がバグる。適当に着地しよ。どの道着地しないと始まんないからね。なんか、あの辺平地かな。平地。着地。ヘラシェイ。ヘラシェイ。よし、じゃあこれでいきますか。で、よし、こいつじゃん。マインビームよりはこいつの方が早いんじゃないか、もしかして。下手に何かするよりも、最近ね、ソジウムが足りなくてですね。最近ね、なんかいろいろ建築やったらソジウムが足りなくてですね。ついでに。ソジウム、こういう植物さ、自分で栽培したいよね。こういうの自分で栽培できたら楽しいよね。このその辺に生えてる草系のやつ。いずれそういうのにならないかなーってちょっと期待してる。ハロゲさんどうぞよろしくお願いいたします。そうなったら国風は面白いと思いますよ、ハロゲさん。適当に散歩しよう。ぶっちゃけ適当に歩いてれば危険植物ポコポコ出てくるでしょ。なんか余裕で見逃しそうな気はする。わかるね、わかるでしょ。そう。こういうやつとかもね、自分で栽培したいよね。なんかやる方法はあるのかな、そのうち。この辺って、フロストボートいっぱい出るじゃん。栽培できるから別に今日は取らんけど。ソジウムじゃーい、どこソジウムじゃーい。これ取れんやつだわ。そうか。マインビームインストールしてねえからいけねえやつだわ。いや、めんどくさい。切り替えれば。切り替えるか。欲しいから頑張る。圧倒的にソジウム不足だからね。間違って撃ってしまったか。ごめんな、君ら。ほんと申し訳ねえ。間違って撃っちゃったか。てかあれじゃん。そっちよりもこっちの方が探索範囲広いんだからこれの方がええやん。そこに寄ったかね。このペースで25個遠くね。ちょっとゆっくりやりすぎてやばいか。ちょっとペース上げるか。さすがにゆっくりが過ぎるか。ゆっくりデームよ。ゆっくりマリサだぜ。今日は有害植物をブレイクしていくぜ。有害植物って普段は結構見かけるわよね。そうだぜ。でもクエストになると全然見つからないんだぜ。全く不思議な現象よね。よいしょい。こっちら辺にいるっぽいんだが。もうちょっと先かい？どうなんだい？いたじゃん。よし。あとはぶっちゃけ、あれだね、方角だけ分かれば、視界に入ったらね、遠くからでも全然、シュッとできるから、その方が早いかもしれない。ね。ジュンくんさん、いらっしゃいませ。ありがとうございます。お久しぶりでございます。草刈りかい？その通りでございます。最近ミッションでね、草刈りしてましたんでね。あと20個。遠い。20個遠いな。ゆっくりやってまいります。うん。一調整して頭だけになってゆっくりか？この配信画面の端の前ね。うん。できなかはねえけど。全然できなかはないけども。今日はもうそこまでしない。今日はもうそこまでしないぜ。逆にあれだね、国風のゆっくりアイコン自分で作っていつでもゆっくりになれたら
それはそれでネタになるか。そういう遊びもあり。自分の配信だからね、何してもいいからね。多いな。イエーイだー。圧倒的ソチーム不足。はい、見っけた。ドン。オッケー。こっちか。次。さあ、登るぜ。さあ、登るぜ。どんどん登るぜ。頑張れ、俺のブースター。ソチームを拾いつつ。もっと向こうかい？ほい。宇宙船乗ってポジトロンでも有効ですよ。ああ、まあ確かに。宇宙船も、なんかバグったな、今。なんかバグって変な挙動してたな。いた。オッケー。実際、ただ立ってる時の方が、自然湧きするの待った方が早いのかしら、これって。ちょっと微妙なところか。ふむ。はい、そこだ。オッケー。なんかそっちでもアイコン出た気がしたけどな。気のせいか。はい、ダウン。はい、じゃん。これ。操作下手かも。こういう時にエクソクラフトが役に立つ。あんまり育ててないんだよな。なんでか。なんかエクソクラフト全然手つけてないんですよね。不思議。なんでだろう。自分でも不思議。謎横着。お、めっちゃいっぱいあるじゃん。危ないぞ。当たるぞ。なんかもう一個ぐらい。こっちか。意味に決めた。オッケー。素晴らしい。こっちか。この辺かな。よし、オッケー。飛びます。よいしょい。あはん。いた。危ない、ぶつかる。交通事故起こるって。気付けなはれや。ペイ。この動物かわいいな。今足にぶつかったから絶対許さん。もうお前は可愛くない。俺の移動の邪魔をしたお前はもう可愛くない。一瞬可愛いと言ったがあれは嘘だ。俺を邪魔するケムクジャラの動物は可愛くない。はい、もうダメ。国数を凝らしたからもうダメです。OK。次はこっち。でも視界に入ってればこの位置から撃ってもね、いけるはずなんだけどね。で、取りすぎていい？そこです。よしと。無事に言語学習していこう。言語学習は気づいた時にするようにしております、国数。なんだろう、キャラと話した時に言葉が分かるとね、やっぱそれが楽しくて仕方がない。あれ好きなんですよね。非常に好き。いっぱい好き。君です。さあ、どこだ？この辺やっぱポロポロ出るね。OK。実際棒立ちで待った方が早いのかな。あと今17個だからあと8個か。いて。はい。このままで良いか。本当はこういう細かいのも本当はこまめに取った方がいいんだろうけどね。だからこういうのもね、なんかさっきも言ったけど、鉱物畑。こういう鉱物を自分で畑こさえて栽培できるようになったら本当に楽しいと思う。でもそこまでやっちゃうとな、やっぱぬるゲーになっちゃうのかな。やっぱりやり込んでる人からすると、なんだろう、そういう農場とかって正直いつでも作れる土台ができてるんだろうから、ちょっとぬるゲーになりすぎちゃうのかな。ゲームバランス的にね。どうなんだろう。多分あると思うんですよね。実装はしたいんだけど、もうみんなガチ勢からすると、ちょっとこれ実装したらぬるくなりすぎちゃうかな、みたいな多分あると思うんだ。そう。ある程度の不便さも大事ですよね。そうなんですよ。せっかくゲームですからね。ノーマンズスカイなんか、ぶっちゃけ不便を楽しむゲームみたいなところも正直あると思うんで、僕はもうそれ楽しみたい口なんでね。そういう意味では、需要はうまいこと
いい感じで網羅してるのかなと思うところはある。ねえ、鉱物は生成あるから、あ、そうか、確かにそれもあるのか。生成でいろいろできちゃうから、そういうのもあるんだね。じゃああんまりもうこれ以上テコ入れはないのかな。まあテコ入れねえか。足りてる分わざわざテコ入れする必要ないからね。さあそちらに、あ、いたいたいた。えいちょい、あいちょ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 い、あいちょいちょい、おいしょいしょい。学校の先かい？便利すぎたらすぐ飽きますからね。ほんとそう。いやー、そうなんですよ。便利すぎるとね、何事もね、やっぱりね、家庭を楽しみたいですよね。国和氏、夕張メロン知ってますか？わかる、夕張メロンわかるっすよ。食ったことは多分ない。アイスで夕張メロンアイスとか出るんですけど、正直アイスにされちゃうとわかんないですよね。なんかメロン風味のアイスぐらいしかわからん。なんか夕張メロンって言われると、なんかオレンジ色で何か甘いイメージがある。びっくりした。喋ってたらポロッと急に現れるんだから。驚かしてくれる。あと6本。やべえ、ちょうどいい。国風の配信で実質雑談配信ですからね。すげえちょうどいい、このクエスト。ノーマンズ使いかって言われたら微妙なところはあるけど。すんげえちょうどいい。みんなごめんね、ノーマンズ使いの配信なのにやってること雑談配信だよ。申し訳ね。おしゃべり好きなんだから、もう。取引先の方からもらいました。あ、いいじゃん、いいじゃないっすか。え、自慢自慢いいな、呼ばれメロン。食事の後に切って食べたらめちゃめちゃうまいっすよね。いいな、呼ばれメロン。やっぱ自分でメロンわざわざ買って食うことないですからね。シンプル羨ましい。果物大好きなんでね。いいな、いいな。そこでね、えいしゃい。なんか近くでボロボロ生成されるな。ノーマンズスカイのゲーム画面なので、ノーマンズスカイ配信間違いない。正解。これはノーマンズスカイ配信です、皆さん。でも実は、タグにちゃっかり雑談ってつけてた気がする。ちゃっかりつけてる。前の配信で雑談ってつけたら、それ頼りに来てくれた人がいたから、味を占めてる。あれどこだ？上か。上かー。ガンダム風。首がなくなる。冷蔵庫に入れてたの忘れてました。あらあら、大丈夫かいそれ。まあ、切ってなければいいんだろうけど、早く食わないと味が落ちるからね。果物を早めに食べてあげてね。もったいないからね。物によっては味良くなったりするんですけどね。少し寝かせてからとか、果物少し熟れてからとか。メロンとかどうなんだろう。マジ果物によるからわかんないですね。もう一個。よし。オッケー、クリア。ウェイ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 。さあ、船に戻るか。船に戻る中で、ついでにこういうのも拾いつつ。ワイの船まで何ぼだ ?10 分かかるが、俺こんなに歩いてきたのか。じゃあもう呼ぶか。さすがに遠いわ。ほらほら。例えば生ハムメロンでどんな味なんだろう。確かに。生ハムメロン食いてえな。すんごい昔に一回食った覚えあるけど、もう忘れちゃった。昔付き合ってた子がグランドホテルって、岩手に、なんだっけ、盛岡グランドホテルだっけかなっていうホテルがあって、結構有名なホテルなんですよ。岩手県だと。そこに勤めてる女の子がいて、そこの、食い物余ったやつ持って帰ってきてくれてたことがあったんですよね。そこで食った生ハムメロンみたいなのがすげえうまかったんですよね。それ以来食ってないから、少なくとも15年ぐらいは食ってない。多分。ミッションクリアー。ありがとうございます。グッドグッド。あー、グッディー。もうミッションないんじゃない？さすがに。オッケー。クリアー。よし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 。さあ、そんなこんなで。どうしようかね。なんかね、海賊やってモジュール集めっていう話になってくると、ベンチに寝ると戦闘する流れが一旦なくなって、
海賊恋祭りになりますので、今から海賊配信でございます。今言葉が出てこなかったです。やべ、龍樹さんが人生について考えてるらしい。ちょっと待って。ごめんね、またしちゃって。よし、じゃあ海賊しようか。海賊しようぜ。釣りとか、あ、釣りでもいけるんだ。釣りでもいけるんだ。宗教上の理由で生ハムメロンとピザにパイナップルは禁じられている。確かに。冷麺にスイカもダメなパターン。冷麺にリンゴかスイカが理論も多分戦争になるんですか、そうすると。それは。ね、海賊しようか、パワーワード。逆出す。みんなテンション上がるね。よし、じゃあ行きましょうか。海賊するならばだよ。海賊するならば、もう早速あれだよ。今、宇宙船乗り換えて普通に移動するなら、こっちの方早いや。もうこれしか乗らん。スピードが全然ちゃう。じゃあ海賊しに行こうか。そう、派閥がありますからね。なので私はパイナップルの代わりにパイナップル型オムライスを作った。パイナップル型オムライス、どういうこと？こういうこと？こういうことですか？すごっ。そういうのもできるんか。おもろい。何の関係もない。確かに何も関係ないから。全部略奪。よし、行くぞやろうと思う。行くぞやろうと思う。一応その海賊生計があるので、適当に自分の星に戻って、あれ？ワイの基地どこだっけ？ワイの基地どこじゃい？まあどこでも行って。迷ったら宇宙ステーションに行けば OK。勇気を崩壊させたのを思い出した。これシビアな問題だからね。やっぱみんな本当に慎重に触らなきゃいけない。本当に出来たての豆腐を触るみたいに崩さないように慎重に触らなきゃいけない話題だから、みんな気をつけようね。宗教は怖いから。宗教は怖いから。ご飯を輪っかっぽい形にしてその上に卵を乗っける感じです。なるほどね。そういうパターンね。 OK。 好みでも中にケチャップやビネガーソースをどうぞ。腹減ってきたな。まだ飯食ってないからご飯はあるんだけどね。シンプル米食いたいな今。でもご飯と味噌汁は用意したからね。やっぱね、みんなあれだよ。やっぱり睡眠時間しっかりとってちゃんとご飯と味噌汁食わないとやっぱ体調崩すからね。みんな気をつけようね。メンタル落ち込んじゃうから、ちゃんと健康的に生活しないと。大事だよみんな。本当に大事。よし。睡眠時間はてな。はてなマーク出ましたが。これって買った方がいいのかな。この化学コンポーネントで実はまだよく分かってないんだよね。建築に使うのか分かんないけど、これもいずれは必要ならどうこうしたいところ。なんかいらないもん売ろう。なんかいらないもん売ろう。パッつすごい勢いで売る。これも売っちゃえ。なんかさっき1個回収してたな。もう大いてもいらねえや。さっきなんか1個回収してたから、それも売りたい。金色のやつ。これもいいや。もうめんどくさいから売っちゃおうぜ。売っちゃい。これ。バイバイ。包丁バイバイ。ステーキもいいらんけ。一旦こんなもんかな。なんか、これもだな。開けごま。この辺また整理しないと。整理するとめんどくさいな。そうだ。マルチツールついでに拡張していこう。せっかくここに来たから。確かここで拡張できますよね、これね。マルチツール拡張だぞ。違う。君じゃないんだい。せっかくだから、これだっけ？どっちだっけ？ 2 つ持ってるんですよね。
こっちだこっちだ。バランサー、こいつを。こやつを。じゃあ、スロット拡張します。フリマ。であるかどうかは別として。一体どうなんだろう。まあ、やれるだけやった方がいいのか。あ、下に伸びるじゃん。絶対そっちの方いいで。あんまり意味ないかもしんないけど。はい、オッケー。ナイス、ナイス。これって、クラスアップグレードできないでしょ、これ以上。なんかほら、クラスアップグレードって出るんだけど、S ランクより上ないでしょ。なんか表示出るんだけど、これ。待って、S ランクだよね、今。S だよね。え、これ S 以上あるの？今、ナノマシン6万あるから、今、上げようと思えば1個上がる。ちょっと待って、これ、国和の知らない要素や。いいね。あ、いいっすか？これいいのか。じゃあ、クラスアップグレードしちゃうよ。できないんかーい。じゃあなんで表示出るねん。やられたわ。これは騙されましたな。まったく。びっくりした。足毒性からし明太マヨ。からしと明太マヨを適当に混ぜたやつ、先日食べたらめちゃんこうまかった。うわ、最高。めっちゃいい。国和もね、この間ね、ツナマヨ作ったんですよ。お手製ツナマヨ。コンビニのツナマヨを再現したくて、自分でツナマヨを作ったんですけど、めっちゃうまいですよね。かつ節めちゃめちゃ入れてます。シャバシャバならないように。いやー、あれがうまいんですよね。ついつい2缶分作っちゃった。明日お弁当持っていくんで、職場に。それにぶち込もうと思っております。やっぱ自分で美味しいもの作れるの幸せなんですよね。ちょっと待った。ほんとね、今思い出した。今さ、ラブリャーのドリーム、こいつがまだ、あ、もう全然スランクだったわ。全然スランクだった。なんでもないです。なんでもないです。まあいいや。オッケー。で、なんだっけ、そう、海賊行為したいから、ちょっと整形飛ぼう。海賊整形に飛ぼうぜ。そうそう、S でクラスアップグレードしても、お前最大よって言われたはず。言われた、今。怒られちゃった。怒られちゃった。これは儚い夢だった。ほんまそう。儚かったね。儚かったよ。確かね、海賊整形1個2個あった気がするんだよね。これ違うっけか。海賊整形ってなんかマークあるよね。どれだっけ、海賊整形のマーク。忘れちゃった。あ、待って。今この整形の海賊整形ねえんじゃね？これって、あ、そうか、海賊整形ワープできないんだっけか。うわ、忘れてた。あれ違う、ちょっと待って。海賊整形のとこに俺拠点立ててたっけか、なんか拠点立ててた気がする。忘れた。どこだっけ？なんかマークあるよね。なんかマークあった気がする。なんかマークあった気がするけど記憶がない。うわ、忘れた。うわ、忘れた。どれだっけ？どっかになんかは立てた。どれだっけ？うわ、何にも思い出せん。うわー、どれだ。名前つけてないんだよな。チデングコロニーだっけか。どちらだっけか。どれだっけね。嵐多めが好き。なんか飯食いたくなってきた。腹減ったな。略奪の時間だ。略奪したいが飛び方がわからん。ありました。思ったよりも近いところにありました。ありました。どれだ？もうとりあえずね、拠点はね、一回どっか建てたんだよね。これ見ればいいのか？惑星凍結の土地。いや、忘れた。うわ、どこだっけ？ここだったっけ？ここだった気がする。確か。いけ！多分、当たりだってぐらい。ここだった気するんだよな。違うっけかな。確かこの辺海賊整形だった気がするんだよな。違ったかな。
違ったかな、思い出せないな。皆さんどう思いますか？ここだった気がしますよね。どうですか？これあとあれでしょ、ディスカバリーで見れるっしょ。わからん。海賊整形ってなんか出なかったっけ？忘れた見方。博士、なんかその辺どっかに海賊整形置いてきた。雑雑な導入そこは多分違いますね。違うか。まあいざとなったら別に新しい星開拓すりゃいいんですよ。全然 OK、 全然 OK です。僕の頃だけできます？どうしよう。まあ普通の頃にあるもんね。どうしよう。いや、せっかくだから海賊整形探すか。海賊整形って調べられるんだ。いやあ、違うよ。自分の拠点から行けるじゃん、海賊整形。忘れてた。行ける。なんで行けるじゃん。なのでそこの適当な拠点に飛んでって、いいよ、じゃあ適当な拠点から行けるじゃん。ステーションから行けないだけで自分家のテレポートやからだったら確か行けるよ。行けた記憶あるもん。確か行ける。そうしよう。自分の拠点のテレポーターから飛ぼう。完全に忘れてた。確かそう。整形はたくさんありますからね。そう、実際そう探すこともできるけど、確か自分のテレポーターから行けるよ、海賊整形。前それで言ってたもん、確か。言ってた。今思い出したや。さて今で20時半。時間経つの早いね。じゃああと2、30分ぐらいで今日は終わりにしようかな。海賊公園ちょこちょこってやったら終わりかな。そしたらお弁当も詰めなきゃいけないからね。今ね当直だからね、仕事が。お弁当2つ詰めなきゃいけない。昼飯で1個と夜飯で1個。めんどくさいんだけどね。こっちだな。こっち多分ワープゲートある。いや、なさそうだぞこれ何これ。あ、こいつ持ってってバラそうぜ。なんか知らんけど宇宙船落ちてる。ラッキー。こいつバラそうぜ。ラッキー。お小遣いゲット。これってもう召喚できるんだっけか。ダメだ、壊れすぎてて動かないと召喚もできないのか。最低限召喚できるようにしないとダメね。了解。直すか。軽くね。軽く直して。お弁当作り大変だけど、まあ面白いっちゃ面白いですからね。お弁当作り嫌いじゃないんですよ。結構自分の好きなものを詰めて今日何食べようかなとかやったりするの。最近お米の炊き方こだわってて、なんだろう、炊く時にちょっとの塩と味の素とごま油を垂らしてから炊くとね、お米がくっつきづらかったり風味が出て美味しかったりするんで、最近はそういう炊き方してます。楽しいんだ、そういうのやるのが。紛争スキャナーがあれば世間の治安が分かります。つけてなかった気がするんだよな、めんどくさくて。本当はつけなきゃまずいんですけどね。一応直しとこう、ついで。確かフル修理してからバラした方がいい金額つくんでしたっけが。アイテムが獲得アイテム増えるんですよね、確かね。いや、気が向いてる今のうちにやっとこう。ロボ型の装飾配置終わり。素晴らしいですね。順調ですな。
グッドグッド。絶好調ですな。パラフィンがない。ノーパラフィン。俺パラフィンいいや、後で。パラフィン牧場が昔の拠点にあるからそいつに後で寄ろう。そっか、パラフィンいつの間にかアイテム切らしてたか。いやね、もったいないわね。何に使ったのかしら。これパラフィン回収しよう。それ以外のいけるところは、あ、待って。あれあるわ、パラフィンじゃなくても。ノーパラフィン、ノーライフ。こういう時にさ、修理キットあるんだけど、これ割り合う？修理キットを使うの。パクニーもあるじゃん。こっちか。まあ、一回修理キット使っても、どうせ買えるや、そのうち。実際遊んでればたまるしね。全然。もったいない気をするがもう使っちゃう。オッケー。何をどうするのが一番。プラチナなんかも正直農場あるから全然余裕っちゃ余裕。めんどくさいからもう面倒だからね。もう判断正直間違ってる気はするけど、修理キットの方が貴重な気は正直してるけど、もうめんどくさいからそのままやっちゃう。これを何かというとね、時間を買うっていうんだよ。時間を買ってるんです、国風は。そう。でも楽しければ OK です。そう。その精神。まさにそう。でも幸せなら OK です。そういうこと、そういうこと。だからこれとかもね、ちょっともったいなかったりはするけど、配線繊維とかね。最悪、配線繊維なんか買えますからね。定型ぐるぐる回ってれば直接買えちゃうから。全然、もう満タイ、もう満タイ。二酸化物がね、地味にいつも足りなくて困るんだけども、使っちゃう。めんどくさいから。金なんかもう右に手に入るから。で、全然レアでもなんでもない。やばい、時間がなくなる。待って、9時になっちゃう。これやってたら。活性稼働もね、ごっそり取れるんで。よしよしよし。よしよ、よすよす。反物質も確か全然作れるもんね。うわ、反物質足んねえ。そうか、反物質足りんか。何個足りない？2個。5個足りんか。5個足りん。反物質。OK。おう。OK。グッディー。よーし、これで満額で売れるぜ。クククさらばじゃ。今日戦闘なしだね、これね。申し訳ない。じゃあこれ船売って終わりってるから、もう9時になっちゃうよ。で、なんだっけ。この船を売ることによって、あれ。なんだっけ。イスの材料。スターシルク。スターシルクが手に入るんだよ、きっと。じゃなかったっけか。ということで、船ばらしてこようぜ。スターシルク山ほど欲しいな。違う。なんで俺飛んだんだ。飛ぶ必要ねえ。バカ。飛ぶ必要ないよ。飛ぶ必要ない。何やってんだか、まったくもう。着地ドン。で。よいしょ。ゲートあるんで、こっから飛びます。トラベラーは無意識に空を求めるものなので、その通り。まさにその通り。一番近いところ。中ステーション。一番近いところ。これ近い順で出ないっけか。まあ、どこでもいいんだけど。あれ、現在の整形で出ないっけか。前の整形。あれ、宇宙ステーションで出てこない？現在の整形って。あれ、なんか仕様変わった？まあいいや、適当なところに飛ぶか。カリプソ星系センティネルの回収場所。
いいや、なんたらオメガ、ここに飛ぼう。わからん。はい、よいしょ。どこですね。どこでもええんじゃい。結局どこでもええんじゃい。ちなみにこの船一隻ばらして、じゃあこのスターシルクがどのぐらい手に入るかというところでございますよ。重い。危ねえ、バグるかと思った。焦る。実はね、ばらしてもいい船何機かあるんですよ、ここに。なんならもう本当にいらないのどんどんばらしてって。いらないのどんどんばらしてってもいいんだよな。2機ぐらいはばらしていいのある。ばらすよ、じゃあ。ぐへへ。いくらになるんだい？これだね。価値の高い金属スクラップ。じゃあスクラップにしてバラバラにしちゃうぞ。いでよ、スターシルク。10万、680万。そんな高くない。よし、さらばです。マグニフィセントファーザー、ゴッドファーザー、バラバラ回収。あ、違う、束巻きケーブルだ。全然違うじゃん。アイコン似てるからこれかと思ったら全然違うもんだね。あ、そうなんだ。スターシルクってどうやって手に入れるんだじゃあ。自分で作るんだっけか。スターシルク。本当に言うてる？本当に言うとんの？わからん。わからん。アイコン似てるから勘違いしてた。本当そうだってアイコン一緒だもん。アイコン一緒だもんさ。間違えちゃったぜ。なんたら紛らわしいことや。なんたらや。騙されたわ。まあいいや、売っ払おう。なんか大したアイテムならなかったね、でもね。これも全部売っ払っちゃっていいんでしょ、だって。じゃあ、スターシルクってどこで手に入れんだ？貿易品かな？貿易品か。どうすればいいんだろう。だって今持ってるこのアイテムってこれ貿易品じゃないから、これは関係ない。売り払う以外に用途はないって書いてあるからね。まあ。いらないもん売っ払うか、とりあえず。じゃあ、いやー、どうしようね。貿易品。バイバイ。あとは、ドゥンドゥルドゥン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 。これはかい？バイバイ。まあ、せっかくお金になったんだったら全部換金しちゃおうよと。なんかマインドコントロール装置なんかどっかで使うって言われた記憶あるんだよな。これか。ナノ巻き。束巻きナノケーブル。バイバイ。バイバイ。オッケー。でですよ。いいか、船戻そう。いつものマイフェイバリットに戻しちゃおう、それは。オッケー。なんかないっけかな。それかなんか、こっちじゃなくて。なんか仕事してもらえるとかないのかな。そういうアイテムもらえますよみたいな。ないのかな。海賊狩りあるじゃん。これも意外と手に入るんだよね、いろいろね。忘れた。どうだったっけ。もうってあと10分。へえ。とりあえず海賊整形行くか。スターシルクステーションで買った記憶がうっすらとあるような。マジっすか。ステーションで買えるんだ。じゃあ一応こういうところでポロッと手に入る可能性があるんだ。まあラインナップあるっすもんね、こういうの。もしかして Y が今いる整形だとまだ手に入らないということは、スターシルク売ってる星を探さなきゃいけない。なるほどね。交易品ですよ。売ってる場所を探しましょう。なるほど。了解です。交易品か。そっちを探さなきゃいけないのね。了解。カタログにないかな。カタログ。そうか、カタログにいろいろ書いてあるのがどうすればどうなりますよみたいな。各整形、
得手としてる攻撃ジャンルがありますからね。なるほどね。本当に場所によるんだ。素材とアイテム、これでいいのかなの、トレードアイテムかなあ、これだ。あ、本当だ。ブックマークは使用できません。了解。商業惑星の軌道上にある巨大な太陽組織でおられる。あ、やっぱ商業惑星行かなきゃいけないんだ。なるほど。そっか、この並びのやつはたまに売ってるし、なおかつなんだ。なるほどね。じゃあ、交易所探しますか。今日はでも無理か。今日はもう無理や。とりあえず、海賊成形。一旦、自分の適当な拠点に、ちょっと、自分の昔の拠点に戻りますか。ベチョロシウス基地でしたっけか、自分の元の古いところ。ここに戻って、懐かしい。みんな覚えてますよ、最初の拠点。みんなでわちゃわちゃやってた拠点があるんですが、多分この拠点見たことない人もいるのかな、今いるメンツの中で。この配信始めて結構最初の方に作って、魔改造した挙句なんか企画で使おうってなって魔改造して結局企画やんなかったっていう拠点があって、まあここなんですけど、懐かしいこの拠点。うわうわうわ、ちょっと見るか。地下にバーカウンターがこうあったりとかするわけですよ。うわ懐かしいこれ、この拠点。全く関係ないんだけどね、今この配信と。こういうバーカウンターがあったりとかっていう古い拠点があるわけですよ。懐かしい、こんなん作ったな。結局一回も使わなかったな。もったいなかったな、今思うと。今見ると結構悪くないな。ヒュー、わしは初見ですね。あ、初見なんだ。悲しいねえ、悲しいね。いろいろあったからね。本当にいいですね。いいでしょう、いいでしょう。もう今は多分使うことのない拠点でございますよ。悲しいな。ここ動物多いからね、ここで牧畜というかいろいろやれば本当はいいんだけどね。確か地下もなんかいろいろなんか植物埋めたりとかいろいろしてた気がするな。こう初心者さんが来た時に楽しめる拠点作ろうねとか言っていろいろいじった記憶があるんですけど、うわ懐かしい、ここ夏いね。で僕の最初にその建築目覚めた時の最初の休憩所っすね。こんな場所も作ったな、そういえば。懐かしい。こんなん作ったね。いやー懐かしいな。すげえ昔のサムネイルにこの写真使いました、確か。夏い。未だに自分の拠点と言えるところがない安倍晋丸です。いやーやっぱ拠点はやっぱいろいろ回っていけばね、その都度作らされるんで、これも一個楽しみですよね。大好きなんですよ、建築が。懐かしいな、これ。マジで懐かしい。ここをね、バザー解除にしようって話があったんですよ。そう。ここにバザー解除にしていろんな人に遊びに来てもらって、で、初心者さんにいろんなアイテムをここで配ったりとかしようぜみたいな話が一回上がったんですよね。結局やらんかったけど。いやー、ワクワクしたな。今思うともったいなかったな。で、奥は僕が昔使ってたメイン拠点。もう今使ってないですけどね、そっちの拠点。そんなのもあったな。私も初めて見る場所を、いや、初めてじゃないな、多分。ギリ、DA さんギリおったか。どうだろう、ギリ見てるか。そう、他の人は入れないけど、地面掘ったぐって、そこに荷物置き場やってみたりとか。結構ね、いろいろ実験的な建築いろいろやってる場所なんですよね、ここ。こういう風に色分けしてみたりとか、こういう空間作ってみたりね。タバコが美味しい目がラリっちゃう。ここは喫煙所ない拠点だったかな。懐かしい、マジで。こんなんありましたな。ありましたな、こんなんな。うん、ありました、ありました。まあ、こんなんありましたよ、という話でございます。よし。じゃあ、まあ、とりあえず。海賊成形飛びますか。
質問なんですけど、コミュニティワークスで、英語が読めない。なんたらアースは行ったことはなどありますか？多分ないです。コミュニティワークスとか多分ほとんど行ってないんですよね。こっからね、多分海賊世紀行けたはず。あれ、行けねえ。てかなんかテレポーテーション装置のあるところの数減ってる。前もっといっぱいあったんだけど。仕様変わった？前行けたよね。こっから、自分の拠点から。今行けなくなったんか。マジで行ってる？うわ、もう完全に記憶ない。海賊成形もう行けないじゃん。マジで行ってんのか。どっちだバザー会場の話の建築は私もちょっとお手伝いした。記憶もあると。多分ね、バザー会場もう一個あるんですよ。バザー会場もう一個あるんで、そっちかもしれないですね。そっちは DA さん一緒に作ってもらったかもしれない。もっとでかい方のバザー会場。結局そっちも使ってないですけどね。いけるはず。やっぱそうですよね。いけるはずですよね。だから宇宙ステーションもっとページあったんだけど、今3つしかない。あ、違う。3行しかない。減った確実に。前もっとあったのに。マジでか。減った。うわ、ショック。じゃあもう一回探さなきゃダメじゃん。めんどくせえ。共同挟んでなんかいろいろログ消えた？可能性ある。ログ消えたかもしんない。マジかよ。いつかまたやりましょう。そうだね。またいつかやりたいね。またいつかやりたいよ。悲しいね。悲しいよ、バナージ。いや、マジでショックだな。そっか。でもね、海賊政権のどっかにね、拠点はね、1個建ててるんだよ。じゃあそれがどれって話なんだけど。全部回るのめんどくせえな。さすがにめんどくさいな、それは。まあいいか。今日はもういいことにするじゃん。なんかランデブーポイントとかついてるけど、これ海賊成形じゃない？違うか。無人成形か海賊成形なはず。基地を探すことになる。ちなみにね、前のイベント会場これです。同じ星なんだけど、今いる場所と同じなんだけど、ここが前にじゃあバザー会場にしようぜって言ったやつ。ここも結構でかいんですよね、場所が。こう余計に広い土地が。懐かしい。ここ選ぶと情報が見れますよ。結局全部回っていかなきゃいけない。うわ、重いぞ。結構。懐かしい、これ。わ、作った。これ作ったな。せっかくだからそこ見たいな。久しぶりに。一つずつ飛んでいけば分かったりして。いやー、大変だ。また今度にしよう。飛んでいくのは。そう、こんな感じの。そう、お手伝いさせてもらったの。ここお手伝いしてもらったの。いやー、作ったな、こんな空間。こういう空間抜けてね。で、この辺の設置も手伝ってもらった気がする。こんな感じの空間抜けてね。そう。で、この長い廊下を抜けまして、こっち行くとメンテナンス来るか。この真ん中か。これ抜けますと、屋内に入って、ここがバザー会場予定地だったんですよね、本当は。結構おしゃれだったんですよね、今思うと。こうやって見ると、ほら。出入り口も結構こういう風に凝った感じで作ってもらって。で、ここにお立ち台があって、この、柵で折ってあるところ、ここがバザースペースで、いろんな人に来てもらって、おのおのお店を広げてもらって、自由に建築してもらって。で、何店舗か出して、ここでバザーやって初心者さん呼んで、いろんなアイテム配ったりとか、コピーで珍しいアイテム持ってってもらったりとかしようねっていう企画をしようかって話もあったんですよ、一回。存在しちゃったね。いろいろあってね。で、ここでね、レトナガさんの力作のね、見てください、これ。この喫煙所。めっちゃ好き。みんな、喫煙は好きかい？みんな、一服してく？マジでセンスいいの、ここ、ほら。ここの喫煙所、マジでセンスいい。これ、レトナガさんの。建築してくれた。レトナガさんに建築していただいた喫煙所でございます。マジくつろぎスペース。すごい分かってらっしゃる方の
喫煙スペース。多分レッドナガさんは C 社とか行ったことあるタイプの人だと思う。配置が知ってる人のそれ。こんな感じでございますね。こっちはね結局空間空きっぱいになっちゃったけど、今思うとちょっともったいなかったね。便所作ってもいいし、自販機スペースにしてもいい。何作ってもいい、ここだと。もし作るならここ自販機スペースにしたいね。自販機2つここにドーンドーンと並べて、向こうが喫煙スペースだから、そういう感じにしたいね。いや、今思うと本当にもったいないね。こうも触るのやめちゃったのね。本当はもっといろいろやりたかったな。で、下の方もね。あとはここの広い空間にコルベットをドン付けしてもらって、この赤い点が地面に並んでると思うんですけど、この赤い点を中心にしてコルベットをドンって置くと、ここに123台だから綺麗にコルベット並べられますよっていう場所だったんですよ。そう殿以外エクストリーム環境、そうなんですよ。僕にとってはここがあれなんですよ。この画面上で焼けつく暴風になっちゃってるんですけど、この整形が僕がこのノーマンズスカイ始めた時の序盤の星でアップデートとか入るたびになんか整形のあれが変わったらしくて、他の人が入ると暴風吹いてる。僕だとあれか、なんだっけ、楽園か。僕の時だけ楽園なんですよ、これ。僕だけ楽園で他の人は全員暴風っていう土地になぜかなってて変な整形で、それでも結局断念したんですよね。それでもここでやりたいからっつって屋根つけていい感じになったねっつったのに、なんかちょっと紆余曲折あってちょっと話頓挫してっていう感じですね。いやー残念。すごいいい感じになったんだけどね、もったいないね。お立ちだーい。よし、じゃあどうしようか。なんかどうしようね。なんか時間もちょっと半端になっちゃったかな。じゃあなんか適当に見栄えのいいところでエンディングにしますか。どこが見栄えいいだろうか。どこが見栄えいいかって言われるとね、結構困る。本当にいろんな人にこう素敵な建築してもらってるんでね、こうやって。個人的には向こうが好みかな。こっち確か作ってもらったやつだけかな。これもだね。廊下の照明って何つけるのがいいのかちょっとやっぱ悩むんですよね、なかなか。ここにも短距離テレポーターあったね、そういえばね。この短距離テレポーター使うと、こっちの方の空間に来て、で、ここで船に乗れますよと。そう、ここに船止めたら短距離テレポーターで向こうに飛んでみたいな構図だったね。懐かしい。間違った。ここ狭いぞ。こうだな。こっちから入んないと出られない。こうだ。本当に凝った建物だったな。悲しいな。暇人さん、国方ちゃん、明日も仕事なのでこれで失礼しますね。了解ですという暇人さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあゆっくり休んでくださいね。じゃあ暇人さん、今日もいい夢見ろよ。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあどうしよう。なんかこのベンチスペースで僕の配信も今日終わりにしますか。この辺でね。この辺でいいことにしますか。なんかちょっと背中がふわっと明るい感じで終わりたいと思います。なんかちょっと半端な感じだったけど、皆さん楽しめましたでしょうか。またガチャ会やりたいね。結局ガチャなわけよ、一番興奮するのは。ね。ノーマンズスカイガチャも楽しめる。最高のゲームやで。ジュン君さんありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあみんなね、今日もお付き合いいただきありがとうございました。短い配信でしたけどね、またやっていこうと思いましたので、楽しかったです。いいねポチありがとうございます。みんなもよかったらいいねポチって教えてくださいね。はい。誠さんもお疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ、このままエンディングに行きたいと思います。お疲れ様でした。秋太郎さんも大津です。デイさんもお疲れ様でした。じゃあみんないい夢見ろよ。